V-Union deck at this point. You'll get a taste of what kind of the game plan is at this point. But yeah, time is just running out. It's unfortunate, but you know, Kai won the first game. It's gonna take who knows how many more turns for Tamao to win this game. We have 1 minute 14 seconds on the clock here now, so that is definitely a tricky situation for Tamao to be in. But as you said, Kyle, if you can't get that first game, you're kind of in a very sticky situation playing Mewtwo V-Union, which is just kind of one of the downfalls, unfortunately, of the deck. And I'm sure Kai's still not letting anything shake them either. Still playing pretty flawlessly here. Yep. Scooping up that, retreating that Radiant Greninja, and then just attacking with the subspace swell. They're on to the Mewtwo V-Union, back over to Tamao. So if we do go into time, as it was said before, because we did go into time a couple of our other matches, there will be 3 additional turns, and it starts on whichever player is currently in their turn. So it'd be 0, 1, 2, 3. Yep. And you can see はいはい。 kind of そうっす。 the brilliance of this deck. 見える ?3 戦目ですね。てかもう終わりそうだし。Palkia prays なんかミュウツーブニオンが頑張ってるけど、これにもう時間厳しいですね。これは、残り時間だともう3分、てか、ここから3ターン、追加3ターンだから、きつそうっすよね。なんか止まっ、まあ、クラハン成功して、今ちょうどあれか、エネルギーを枯らしたんだが、ここから間に合うか？こっから、残り3ターンしかないんですよ、このゲーム。で、ミュウツー側が、日本人じゃないんじゃないですか、でも。右側日本人だけど、左は GB ってどこ？どこだろう？左は名前は日本人っぽいですけど、日本からの出場じゃなさそうですね。GB ってどこだろう？公式の人選にはがっかりだぞ。そうなの？なんで公式、ごめん、公式まだ見てなくてさ。そうなのいやー、結構このミュウツー V ユニオンはさ、1戦取ったら勝ちなんですよね、正直。でも1戦目落としちゃったんでかなり厳しいから。じゃあ、イギリスからってこと？グレートブリテンね、なるほど。じゃあ、イギリスというか、の代表って感じですかね。いやー、ミュウツー V ユニオンね、面白いんですけど、1戦目これ見てたんだけど、1戦目取られちゃったんですよね。取られちゃったというか、日本、右側のパルキアが勝って、ちょっと起動が遅かったっていうのがネックだったんですけど、2戦目は、かなり早い段階で立てられて、正直このままゲームが続けば、ミュウツー V ユニオンは勝ちなんですが、時間がもうタイムオーバーというか、時間切れになっちゃってるんで、このゲーム右側が、じゃあそういうことか、イギリス枠で出てるのか。でもなんか見た目も、外国人っぽい見た目だったよ、普通に。左側。違った？普通に画面映ってたんだけど。で、パルキア側はこうなるともう結構頑張ってもサイド残り3枚取るのは正直無理というか、今やまびこ本を使いましたが、ただ正直、サイド1枚取るのがせいぜい関の山かなといったところですね。1戦目はこの山びこ本入っておかげで勝ったっていうところもあったので、実際強かったんですけど、この山びこ本で打点が上がったとしても、今これでいくつだ108の210ダメージか。210だとミュウツー V ユニオンを無限に回復できるんで、あとは回復をひたすら連打するだけで、勝ってしまうという感じですね。かなり厳しいと。このターン200回復の技使ってもいいし、ただ残りターンが、これが多分ラスト1ターンなんで、なんともっすね。パルキア倒したとしてもね、V ユニオンは1戦目を取れれば、マップの特性上、3戦やったうちの1戦目取れればめちゃくちゃ強い。あとは時間の使い方さえ間違えなければ、勝てるようなマッチ勝利できるデッキなんですけど、ちょっと、この試合もう、これが今追加の2ターン目になるから、もうあと次のパルキアの右側のターンで終わりなんで、ダメですね。ということで、今がこれはラウンド3かな。ということで V ユニオンデッキかなり面白いし、事前に注目もされてはいたんですが、今回ちょっと負けてしまいましたね。ということでパルキア側の勝利ということで、いやでもパルキア側も結構ね、1戦目割とクラハンがね、刺さってきてそうな試合だったけど、いやミュウツーね、デイ1で握るの全然ありだと思うんですよ。
デイ2以降はトーナメントになっちゃうと確かに厳しいなっていうのはあるかもしれないけど、デイ1は正直、時間50分制限で最大3戦。で、1戦目で正直30分ぐらい時間使って、ミュウツー側が、順当に勝ってしまえば、なんかね、そのまま勝ち切れそうというか、そうならないために1戦目監視相手がコンシードしてくるパターンもあると思うんですけど、ミュウツー V には正直サイド落ちがなかったら割と揃えやすいんで、そこの落ちるか落ちないかでも結構左右されそうですよね。ということで今回海外のミラーの方をやってます。なんか日本の国内のミラーやるとさすがになんかバンされそうなんで、こっちの海外の方見てるんで、ちょっと本編の放送、YouTube とか公式に上げてる放送とは違うところから見てるんですけど、ミュウツーやるとも強いやっぱ。ミュウツーのネックはやっぱりその立てるスピードですよね。いくらガラルニャースと、博士の研究とか、あと、サーチ系のカード使っても、なかなか V ユニオンが出せるまで、5、6ターンかかっちゃったり、場によってはもっとかかっちゃったりするんで、それまでにいかに耐えるかっていう勝負になっちゃうんですよね。でもカビゴンやっぱ有能でしたね。一応これトーナメントの、上位の成績も多分発表されてると思うんですけど、どこで見れるんだろう。ちょっと今日ちゃんとまだ URL 見てないんで、探してみるね。大体トーナメントの今この3戦終わったとこなんで、公式サイトとか見ると大抵いつも載ってるんですけど、載ってるかなちょっと見てみるか。ポケモン TCG で。URL 知ってる人いたらむしろ教えてほしいんですけど、ちょっと探してみるね。これが3戦目。今日全部で8戦の予定でしたっけ？今回日本公式の視聴者数多くね。そうですね。ポケモンカードが単純にゲームと同じぐらい人気が出てきたっていうのも一つ、ポイントだと思うんですけど、今までよりもこの3年間でカードの認知度がすごく上がったなっていうのもあるんで、それで公式の、ゲームには及ばないかもしれないけど、カードゲームだいぶ、知名度が上がったっていうのがあるんで、正直3年前の WCS よりも、だいぶ視聴者は増えてるんじゃないかなという気がします。トーナメントがとりあえず結果どっか載ってるかな。そう、やってなかったからね。その間にだいぶプレイヤー正直増えたと思います。海外に来からもやっぱ人気もね、ポケモンカードって割と海外でも TCG って、遊戯王とマジック・ザ・ギャザリングとポケモンカードが3大 TCG って言われてる中で、本当に久々の開催だし、かなり盛り上がってますよね。普通いつも3日間開催だけど、今回4日間開催なのかな？ 18、19、20、21で。4日間開催っていうことで、今まで出場権持ってる人たちが大勢集まってくるってことで、かなり今までないぐらい参加人数も多くて、すごい楽しい大会ですよね。デイ1の突破の、ちゃんと条件みたいですけど、全8戦で何ポイント 18?6 勝すれば上がれるのかな。どっかに書いてあるはずだけど、ちゃんとまだ今回見てないんですよね。ギリギリになってから見たんで。ということで、ちょっとこれこの右の兄貴あれじゃん。よく出てるよ。海外公式の解説者兄貴じゃん。久々になんか見たな。懐かしい。シードありますね。今回 Day2 からの出場の人、日本人選手でも、Day2 から出場の人も結構いるんで、ポイントですよね。獲得ポイントによって、Day2 から出場って人が、いますね。ポニースも海外版ポニースみたいな立ち位置。なんか、トーナメントどっかに載ってないかなちょっと探してみるわ。いや、でもやっぱね、なんか個人的には、大型、なんつうの、大勢集まったところで観戦するの好きなんですけど、コメントがね、荒れやすいから、こじんまりと、見るのが好きなんですよね。マッチアップ、何で調べてくるかなちょっと次の第4戦始まるまでちょっと時間あると思うんで、その間に探しておきますね。やっぱ海外見ると、普通にミュウ、パルキア、アルセウス、この3体は、めちゃくちゃ多いと思うんですけど、これに加えて何が今回、上がってくるかっていうのが、楽しみですよね。レジギガスとかいるんかな、海外。そこら辺がどれぐらいいるかっていうのがまだ正直読めないところですよね。で、あと新カードの発表もなんか閉会式にあるので今回、いつも開会式の時に新カードというか次のSV レギュ。いや、日本公式、今日なんかあったの公式見てないからわかんないですけど。でも、来週メカ兄貴が普通に出てるから別に民度はいいんじゃないですか。コメントはちょっといつもなんだけど。トーナメントのちょっと対戦、どっかで見えないかな。大体この空いてる時間に、トーナメントのいつも表を見て時間過ごしてること多いんですけどね。
それ見るとどれぐらい勝ち上がってるかっていうのが見れたりとか、あるんで、ちょっと待って、探してみるわ。すぐ見つからんかもしれんけど。いや、海外公式はね、結構、試合の合間合間に CM は挟まずに、なんかデッキ紹介とかしてくれるんで、一応海外放送の方見ていこうかなと思ってます。優勝予想するか。あ、そうだね、優勝予想。ここなんかアンケート取れんだっけ？書いとく。アンケートとかでさ、無理か。いや、なんか何が優勝するみたいな。まあ、結構難しいですけどね。まあ、なんだかんだ、パルキア注目されてはいるけども、パルキアとはいかなさそうな気がするな。まあ、今の環境、完全にもうその3強とは言われてるけども、まあ、海外よく研究されてるのが、一応アルセウス、裏コアスカアルセウスがすごく注目されてるんですよね。あ、すごい、インタビューじゃん。これちょっと聞きますか、インタビューは。おめでとうございます。日本語だしね。相手、カードの相手って、やりやすい相手ではありましたか？まあ、3本勝負なんですけど、大体僕が使ってるパルキアと相手の方のミュウツーは、なんか1本勝負で勝つか負けるかみたいな感じで、そうだよね。まさにそうだよね。1本目が取れたんで、まあ、その時に勝ったかなと思いました。Since it is a three メ match ロちゃんの system, 優勝予想は when you 大 got the 阪 first 桐蔭ですか？ round since using Palkia, 野球の話はちょっと NG、この枠は。荒れるから。When you got the first round, it seems like it was much easier to play after that. Yeah. Was the time limit a factor in these matches at all? 時間制限が何かこの試合の勝因になったと思いますか？そうですね。最初で30分ぐらい使って勝てたんで、時間的に勝負終わらないかなって感じで1本目勝ったから、はい、時間的には大丈夫かなって感じでした。Since he won the first round and he used 30 minutes on it, he felt more comfortable using the time. Good. One more thing I want to ask. Tell us about the importance of echoing horn. People at home might want to play it after watching you. Echoing horn. やまびこホーンね、エコイングホーン。翻訳の人も大変ですよね。相手が回収ネットをその序盤でミュウツー V ユニを取らせるために回収ネットをいっぱい切ってたりするんで、そこをやまびこホーンを使って、打点を上げたり、最後のサイドを取るのに使ったりなので重要って感じですね。はい。Since the opponent is using a trainer card that 1戦目そうなんですよね。やまびこホーンなかったら1戦目もしかしたら勝ちきれなかったみたいなところもあったんで、やまびこホーンちゃんと入れてるのが偉かったですよね、本当に。サイド落ちもしてなかったし、あれが1戦目の正直、勝因だったと思います。Yeah, the match was very fun to watch. Thank you so much for being here. We will look forward to watching the rest of your matches. And casters, we're going to head back to you. これ、やまびこホーンとかって単語知らないとさ、翻訳の人も大変じゃないね。ということで、今ちょっと言ったのとやっぱそうなんですよね。1戦目、ミュウツー V のさ、今の試合も正直50分制限じゃなくて70分とかだったら、2戦目はミュウツーが圧倒的にあのまま勝てる流れだったんで、ミュウツーが勝つのかなという感じだったから、50分って制限で1戦目で30分使ってたっていうのはめちゃくちゃでかいですよね。あとは2戦目いかに時間をゆっくりうまく使って、負けないように、せめて相手がサイド取り切らないように、動ければ勝てるっていうのが、マッチ特有の戦い方というか、時間の使い方が大事ですよね。1戦目もミュウツーがこれ勝てないなと思ったら逆に早めに切り上げるっていうのも、手だったりするんですよね。1戦目絶対ここから勝てないなってなったら、ただ、ミュウツーのデッキってさ、その絶対勝てないなって判断結構後半にならないと難しいし、本当に高3のタイミングもすごく難しいゲームだなっていう気がしますね。おそらく今日多分ミュウツー V ユニを握ってる人は割と相当数いると思ってて、Day1 は。で、Day2 は持ち帰られるというか、Day2 からあれかな多分デッキ変えられるんですよね。Day1 はそこそこいるんじゃないかなと思うんですよね。その今、ミュウツー、ミュウツー VMAX、じゃあミュウ VMAX と、パルキアとアルセウス、その3個のデッキに割と有効に戦えるというか、そんなに苦手じゃないんですよね、そのデッキ3つとも。うん。
他のユニオンが弱いというよりは単純にミュウツーが回復の技を持っていて耐久に、特化しているっていうところですかね。サッシャンと月光川は、月光川は別にベンチバリアのマナフィーさえいなければ、ゲームを終わらせられるぐらいの性能を持ってはいるんだけども、単純にミュウツーのその回復しながら、LO というかコントロールというか相手のエネルギーを全部破壊して動けなくなったところで殴っていくみたいな、そういうコンセプトが一番うまく刺さるのがミュウツーなのかなっていう感じですかね。他の V ユニオンもなんかあんまり見ないかな。ミュウツーが圧倒的に使われてるって感じかな。月光河もいるのかもしれないけど、見ないですね。やっぱ回復ができるっていうのがミュウツーの200回復なんで、パルキアとか、パルキアもベンチ並べなければ実は火力はそんなに悪空のうねりはそんな出ないというか、相手のベンチがフルに埋まってるだけだと160止まりなんですね。だからそんなに火力も200以下で抑えられるし、ベルトをついたとしても意外と耐えられると。で、アルセウスも、トレンティーノーバー200なんで、ベルト付き230だけども、回復で挟んだり、コック使ったりして、回復ができるってとこですかね。ミュウツー VMAX は、ミュウ VMAX か。ミュウ VMAX は一応、テクノバスター210出るし、打点アップの、パワータブレットとかでワンチャン効果力出るから、そこはちょっと怖いけど、ミュウツー V ユニ側も結構ツールジャマー使ってベルト無効にしたりとか、やったりするんで、ミュウツーが割とそのミュウ VMAX に対してもそんなに弱い動きではないのかなって気もするしね。ということで、次の試合始まるまで多分意外とすぐなんですよ。20分ぐらいで始まると思うんで、ちょっと待機して待ってましょうか。みんな何時まで見る？今日さ、明日みんな、ね、平日だからさ、一応時間としては0時過ぎぐらいまで見ようかなと思って、お祭りだしね、まったりと見ていこうかなと思ってるんですけど、0時過ぎぐらいまで見ようかな、まったりと。トーナメントちょっと見たいな。結局まだトーナメント見つかってないから探してみるね。いつもね、トーナメントどこに、ツイッチの公式サイト載ってるかな、ちょっと探してきますよ。ファインドトーナメント。違うな。今日は明日が仕事なんで。そう、明日がね、仕事だけども、今日はこれ年に1回のお祭りだからね、もうちょっと、今日は見ていきますよ。海外のプレイマットとかもめちゃくちゃかっこよかったな、そういえば。欲しいけどさ、さすがに eBay で買っても、めちゃくちゃ高そうだからちょっと手は出してないんだけど、海外限定のそのプレイマットとかスリーブとか、他にも限定グッズが結構あって、めちゃくちゃデザインいいんですよ。やっぱりそのロンドン限定のデザインで、あれちょっとね、普通に欲しいけど、高いんやろな、きっと。トーナメント見当たらん。あれトーナメントちょっと公式サイトから見つけられないから、ちょっと見つかったらね、ちょっと出しますね。どこにあるんだろうな。解説者兄貴めっちゃ楽しそう。久々の公式大会って感じなんで、海外さ、結構シャッフルもあれなんですね。お互いのシャッフルも普通にカード触ってるし、割と、感染対策緩くやってる感じですね。イカサも許さないぞというね、海外の、そのシャッフルもしっかり、やってるしね。久々だな、こういう海外大会見るのも久々だし、このスケスケサイドシステムもさ、日本だと最近やっと導入されましたけど、海外の、久々に本場のSSS を久々に見ましたね。Actually haven't seen a lot of on the field that I maybe expected a little more of was Blissey. Actually, Blissey B. That was kind of excited for. スケジュールが一応ここに出てんのか。スケジュール4日で今日は Day1 は。でも3戦終わったから、一回昼食入るっぽいわ。ちょっと待って、今それ。レジギガステッキ。ちょっと待って、画面で出そうか。あれ同じだ。ちょっと待って。レジギガスの話してんな。多分ここで休憩入るっぽいですね。ちょっと待って、どれだ。閉会式でカードと SV の新情報出るらしいね。それ見たいんだよね。これ見ると、今日がこれ、木曜日ですね。で、今これ終わって、スイスラウンド1、ラウンド1終わって、ラウンド2終わって、ラウンド3、これが今終わったところですね。ここでランチタイム。時間かかるかもしれないけど、一応ランチタイムって書いてありますね。TCG は多分ここで休憩かな。
休憩1時間ぐらいありそう。あ、こんばんは。1時間ぐらい休憩ありそうだね。で、2時45分ぐらいから、海外時間2時45分だから、こっちだと何時 ?10 時45、10時45ですか。ちょっと、そうそう、前は開会式だったんだけど、まあ今はちょっと、あれなんですかね。でここで休憩入るっぽいから、どうしよう。環境外のカードいなさそうだな。環境外ね、レジギガスとかも別に環境外ではないしな。コンメロ。コンメロ。せっかくだしさ、空いた時間、ね、ちょっと、どうしようかな。多分1時間空くんすよ、これ。まあ、対戦で時間潰してもいいし、4戦目が始まるまでちょっとまったりとしてますかね。5戦目ぐらいまで見れるかな。5時だから、ロンドンの5時ってことは ?9 時間。9時間引くの。今日の閉会式。いや、じゃあ最終日じゃない多分。時差考えると7時14分22秒。7時40分22。いや、全然違うよね。それはちょっと、その秒までね、細かく計算できるわけないんだよな。コライドン未来ドン公開されそうだけど、格差は差しざまほどでは。そうだね、コライドン未来ドンがただね、その公開すごく渋ってるのはおそらくなんだけど、コライドン未来ドンってまだタイプがわからんのよ、あいつら。されてなくないですかあれ。だからそのカード出そうにも、その雑誌ざまの時ってもうタイプが、なんかある程度分かってたから出したというか、今回分かってないから、なんかネタバレに、ゲームのネタバレにもなっちゃいそうで出せないんですかね。っていうのが一つ思った。あ、雑誌ざま分かってなかったんだっけ。そうか、雑誌ざまゼンタは、そうか、あれはそうか分かってなくて、あ、雑誌様の時って、あ、雑誌様の時は、そうだね、雑誌様の時は発表がそもそもなかったのか、コロナの影響で。違う？なんかタッグチームの発表の時はあったじゃん。雑誌様ってあんのかな。雑誌様の時ってそっか。なんかあんまり発表がどんな感じだったか覚えてないな。ああ、まあ確かに。まあまあ確かに。まあ、鋼だろうなみたいな。今回どうですかね。コライドミライドンが全然タイプわかんないし、まあミライドンなんか電気入ってそうなイメージだけど、なんか違うそうだし、ドラゴンとか入ってんのかなと思いつつも、なんかね、なんとも言えないですよね。まあ新しいシステムは間違いなくあると思うんだけど、ポケモン V が続くかどうかっていうのは一つ、まあ見どころですかね。正直ポケモン V が続くかっていうと、あまり続く気は、あんま正直してないんだよ。シリーズ変わるごとに、まあそこを一新することで、こうなんていうか、新鮮味を出してるというか、そうだね、多分テラスタル的なものが出てくるっていうのは全然、それが、そうだよね、タイプを変えるっていうのは実際難しいとは思うんですけど、簡単にタイプ変えられちゃうと、なんかこのタイプそれぞれの特性が、まあ、消えちゃうんで、なんか限定してタイプ変えるみたいな、なんか条件付きみたいなのはあるかもしれないですね。なんか全部のポケモンがどのタイプにも慣れちゃさすがにねって感じがして。で、V のシステムもね、どうなんだろうね。その、V スターがギミックとして1年しか続かないっていうのはもったいないって話何度も言ってるんですけど、GX は3年結局 GX マーカー使えたのに対して V スターマーカーって1年しか使えないってなると、なんかちょっともったいない感じがするかな。まあその V スターを続投するのかどうかっていうのもすごい気になるんだけど、ただ、V スターがどうなのか、そうだね、BW と X90 はね、続投されたんですけど、あ、もう始まる、早っ、ちょっと始まるの早っ。じゃあ、見ていきますか。ちゃんと解説。なんか左が水絵に見えたんで、パルキアとかですかね。右はバトルビップパスがチラ見えしましたね。バトルビップパスは正直ミュウにでもパルキアにも入ってるからまだわかんないですけど、左はおそらく水なんでパルキアの可能性高い。パルキアか、まあ、裏コースクインテルモンですか。はい、いらっしゃい。解説ってほどがっつりやんないけど、見てください。ああ、でもやっぱそう、ミュウ VMAX vs パルキア、白馬パルキア。白馬入ってるのは偉いよね。白馬のみたいな 320HP って今の環境ワンパンしにくいんで、まあ、白馬がいるっていうのは偉いですよね。弱点も一応分散はできるというね。エクストラエクストラどうしたいのかわからん。よし、このなんかゲーミングチェアみたいな椅子いいっすね。AK レーシングみたいな。そんな安物じゃないだろうけど。よし、じゃあ見ていきますかね。よかった、なんかランチタイムだから休み入るかと思ったら、普通に連続でやってますね。で、海外はコインの代わりにダイスを使うんですけど、一応、
知らない人もいると思うんで説明すると、ダイス一応偶数が表扱い、奇数が裏って感じになってるんで、もしコイン振ったときは、見てみてください。まあね、多分ね、エクストラの、いつも、まあ10月頃にもしかしたら、芸能戦2体落ちたら響くかもしれないですね、これ。芸能戦は割と2体落ちると厳しいですね。左側は科学月光が落ちたのが、ちょっとどうなるか。で、あと1枚しか入ってないかもしれないバトルビープパスが落ちたんで、ここで下位からビープパスに触れないっていうリスクはありそうなので、お互いなんか割とキーカードがちょっと落ちてるなって感じですかね。まあ、芸能戦2枚落ちるのちょっと痛いなって今、海外人気も今英語で言ってますけど、そうそう、オートとイーブン。イーブンが表扱いって感じかな、今回は。芸能戦2はね、意外と痛い可能性がある。白馬スタートの右はミュー V スタートで、ミュー V が先行ですね。お、踊り鳥入ってんだ。さて、バトルビープパス持ってる人の強いです。あと、かぼちゃの穴のバケッチャも右側の人見えましたね。右側の人もあれかな、スイーブ。あれですか、KMC ハイパーマットっぽく見えるけど違うかな。KMC の赤の色とすごい近く見えるけど。今、バトルビープパスですね。種ポケモン2体持ってくるんですけども、まあ、幸いサイドにフュージョンに落ちてなかったんで、できれば、まあ、一旦盤面を整えて、相手にバンを普通に返したいですよね。で、雪道離れた時のために、手札に、これ3戦目の人は裏かもしれないですね、もしかしたら。3戦目で多分さっき同時にやってたやつを録画して、やって、沖ノス2体持ってきましたね。まあまあ、強い。で、踊り鳥もいたんで、おそらく出してドローを稼ぐために踊り鳥出しそうですかね。ここできればドローして、まあ、大抵エネルギー手張りはしたいと思うんで、クイックボール、穴抜けの紐をコストにして、クイックボール掴んでいましたね。まあ、メロエッタを呼んでくるかどうかっていう話です。でもミュウ持ってきましたね。しかも踊り鳥持ってるからもう5枚ドローまではできてるというめちゃくちゃ強い手札さ。先行一旦目申し分ない手札ですね。めちゃくちゃ強いな。しかも先行取ってるから新カード白は倒せるね。このままいけば。ミュウはね、正直優勝できると思うんだよね。全然ミュウの優勝はあり得る。ミュウ V マックスは切りたくないだろうから、ここで切らずにクイックボール持ってますね。強いな。これで返しましたね。手張りでフュージョンで1枚貼って、ワンを返して。で、相手もこのターン、高校の白馬側は、このターンはとりあえずメスを並べてとかっていう動きになると思うんですけど、できるだけバトルバーの白馬をベンチに置いて、ミュウにワンパンされないような動きをしたいとこっすよね。バトルビーパス2枚以上入ってますね、パルキア側のデッキも。4投されてんのかな。なんか今、チラ見えした限りは、そうですね。ビップパス普通に4枚入ってますね。すごいな。4投ですね、バトルビップパスは。やっぱり初手の展開力がめちゃくちゃ大事と。ただ手札にはビップパスは来てなさそうですね、残念ながら。で、火薬月光が落ちちゃってるんで、月光がで隠し札使ってビップパスにさるって手段も取れなさそう。手札にサポートがあったかどうかでだいぶ展開、この方向行った目の動き変わるんで、どうだろうか。貝とか持ってました、今手札。メッソン持ってきましたね。クイックボールでメッソン持ってきたと。科学エコーがいないことにちょっと絶望してそうな手札ですね。手札はでも一応なんかサポート1枚持ってそうですね。何のサポートかわかんないけど。なんかダンデっぽく見えたけど気のせいかな。ダンデじゃないかな。まあ白馬を逃がしたいですよね。風船か入れ替えかそのあたり使って白馬をとりあえず逃がしてメッソンでどんどん呼びたいターンだと思うんですが、手札は何があるんだろう。ハイパーボールまだ持ってますね。手札のサポートがね、めちゃくちゃ気になるけど、何持ってるか見えるなんだろう。ちょっときつそうな、パルキアがきつそうな動きしてますね。やっぱダンデっぽいな、あのサポート。これメッソンにエネルギー張るけども、前の白馬逃がせないんじゃないかな。終わりましたね。きつい。これはミュー VMAX 手札に持ってるんで進化が確実にできるので、ここは手張りで普通に打点が届いてしまいそうだ。
強いですね。これミュウがだいぶ有利ですね。ハイパーボール使って、多分ミュウ VMAX をもう一旦持ってくる感じですかね。で雪道対策で一枠バケッチャのためにわざわざ開けてそうな感じがする。いや、これ強いな。多分ミュウ VMAX を呼ぼうとしてるのかな。このハイパーボールの対象がちょっと気になるところですけどね。強強い。うん。強いというか、メロエット持ってきましたね。いやー、このターン、神釣りのきらめきを打ちたいですかね、相手からする。相手というか、ミュウ側からすると、きらめき打てば確実に打てるし、メロエットも準備できるし、なんならメロディア成功じゃなくて、ミュウ VMAX で大ミラクルで別にテクノバスター打たずにメロディア成功で210狙えるんで、神釣りに触りたいターンですかね。ダブルターボは張りたくないと思うしね。さあ、神釣り触れるかどうか。入れ替え、ビップパス、ダブルターボ、タブレット。うん。このターン引けなかったですね。ただまだもう一回ドローを使えるんで、フュージョンシステム使うためにもクイックボールで切って、対象なしの可能性もありますね。BMVMAX に前のやつは進化させないのかな、とりあえず。対象なしで。で、手札今4枚だから、これだと2ドローだけど、神釣り触れるかどうかですよね。でも貼りましたね。ミュウ VMAX に貼ったんで、でもタブレット使ったから打点は足りるぞと。で、しかもベルトも引いたから強強ですね。で、これもう打点としてはもう白馬飛ばせると。テクノバスターですね。ちょっと、神釣り引いてフュージョン、神釣り引いてのメロディア成功は打てなかったんで、次のターンミュウがわざとために入れ替える必要が出てきたけども、強い動きですね。入れ替えも手札にあったし、今。これはちょっとパルキアがしんどいっすね。バトルビーパス今2枚をなんかハイパーボールでバトルビーパスと水に切りましたね。改めて見るとフュージョンのデザインが完璧すぎる。そうだね、フュージョンが強すぎるっていうのは正直あるよね。高校側はこうパルキア復帰させるために少なくともパルキア2体出さないとまず厳しいかなって感じですかね。パルキア1体だとさすがにミュウ2に対して次のターンボスを相手は触るのを結構容易にできそうなんで、雪道攻めて張ってパルキアを2体準備するターンです。で、どんどん呼ぶがせいぜいできる感じだけど、ちょっと厳しそうですよね。今長さの9割ぐらいをゲノセクトが担ってるけどね、回ですね。ゲノセクトが確かにやばいわ。今回2枚サイド落ちても全然回ってるからね。強いよ。ゲノセクト単一制限をね、つけなかった公式はね、なかなかぶっ壊れカード出しましたよ、本当に。で、回使いましたね。裏工作、ジメロン進化して回を持ってきて、その回で今サーチ中なのがパルキアと、もう一体何持ってくるかですが、クイックボールでパルキアもう一体呼んでくるか、どうするかですね。ただ、どんどん呼ぶが使えないから、コンシードですね、ここで。これ無理だってことで、ちょっと左側が、パルキアが1戦目コンシードして、1戦目ミュウ VMAX 側の勝ちと。いや、今のしょうがないですね。その初手、白馬が前に出てて、白馬をベンチに戻せなかったんで、結局展開できなかったっていうのが、ちょっと残念なところでしたね。で、2戦目なんですけども、負けた側が先行後攻を選べるんで、おそらくパルキアが先行を選んでくるんじゃないでしょうか。ただ先行を選ぶと、今度はメロディア成功高校行った目の210とか、プラスアルファが飛んでくるから、そこはネックですよね。ただ、基本的にはメロディア成功を打つターンっていうのは、ポケモンキャッチャーとかなければ、ベンチのポケモン V とか倒されない可能性もあるから、1ターン目に注目ですね。ということで1戦目、10分、10分で決まりました、1戦目。早っ。一応今回50分制限の、3本勝負で、2戦取ったのが勝ちなんで、ここからまだどうなるか分かんないんですけど、そうだね、ミュウ相手に事故ったら、ミュウは本当一旦猶予許したらもう負けみたいなところあるから、ちょっと今の1ターン目高校の動きが、あんまり良くなかったというか、初手が悪かったのが、残念でしたかね。はい、ということで、じゃあ2戦目ですね。先行を取りましたかね、パルキアが今の。で、ただパルキアがバトルビップパスをちゃんと4枚デッキに入れてるのが本当に偉くて、初手ビップパス引ければ、それだけでだいぶ安定した盤面作れそうですよね。
キャッチャー入ってんだ。ミュの方でキャッチャー入ってるんですね。タブレットがちょっと落ちたのがどう響くかっていうのと、フュージョンエネルギー1枚落ちたと。なんか、まあ、パルキア側はあんまりキーカードというキーカード落ちてないですね。タブレット2枚とベルト1枚落ちたのは結構ミュ側響いてくる可能性はありますね、正直。さあ、どうなるか。ほんと高校のミュウがさ、メロイットスタートのちょっとえぐいな。ちょっとえぐいな。まあ、所定ですね。先に、まあ、先行のパルキアから先行取りましたね。で、パプリバックス 2個使って、今、エネルギーをサーチしてますね。はい、いらっしゃい。今、何枚水入れ持ってくるか選んで、4枚、フルに持ってきましたね。はい、いらっしゃい。で4枚持ってきて手札に加えると。で、クイックボールで水入れ切りましたね。まあ、隠し札月光が持ってきそうな動きですが、ただパルキアも準備したいんでどうするかっていう感じですかね。ビップパス今手札に持ってなさそうだったんで、できれば、このターンビップパスを手札に加えたいから、まあ、デッキ圧縮した上で隠し札使ってビップパスに触れるかどうかを狙っていくって感じですかね。まだ水入れ手札に3枚あるから、まあその隠し札使ったりとか、あ、そうだね。まあ、誘発というか、誘発、シャッフルみたいなこと、マリーみたいな。隠し札2枚、パルキア引きましたね。パルキア V とメスノン引きましたね。普通に素引きで強いカード引いたな。で、このターン、手張りでできればパルキアに1枚エネルギー張れると、なお強いかなって感じですかね。できれば本当はパルキアもう一体準備したいかもしれないけど、まあまあ、でもそこまで、なんか動きは全然、初手めちゃくちゃ良かったです。今の隠し札の2枚がめちゃくちゃいい。めちゃくちゃいいカードでしたね。で、ここはちょっとパルキアに手張り1枚入るかどうか。あ、2体いる、パルキア。これ2体準備できましたね。強っ。強いな。でまだ水入れ手札にあるんで、まあ、手張りを誰にするか、パルキアですよね、でも。パルキアに1枚手張りしましたね。しかもちゃんとマナフィーとかね、このゲームでおそらく使わないだろうマナフィーをバトル場に置いてあるっていうのが、あ、ビップパス強っ。持ってんな。ゲノセ呼んでくるんですかね。ビップパス持ってんの強いな、1タ目。パルキアが2回ともビップパス初手になかったのに、ミュウガは安定して持ってますね。まあ今回ゲノセは別にサイドに落ちてなかったし、普通にゲノセ2枚持ってくるのか、まあそれともミュウ1体は準備するのかですけど、まあでも初手までのゲノセ2体なんですかね。スマホロトムね、高いカードだけど、やっぱミュウデッキに関してはめちゃくちゃ便利なカードですよ、本当に。うん。ゲノセクトと、ゲノセとミュウにしましたね。ちょっと迷ってますね。踊り鳥なんか出したり戻したりしてるけど、めちゃくちゃ悩んでますね。結局ゲノセにしましたね。まあ、安定のゲノセ事故らないための。で、クイックボールも持ってるんだ。強っ。クイックボール持ってるのか、しかもハイパーボールも持ってるから、あと2体呼べるし、フル展開できそうですね、このターンで。これで、クイックボールでミュウ呼んでくると。で一旦カット入るんで、ここで一回フュージョンシステム使うのかな、もしはハイパーボール使う前に。あー、なるほど。スマホロトム。ここ、紙釣りのきらめきがあれば強いけども、フュージョンエネルギーをトップに持ってきたのかな、今。フュージョンエネルギーをトップに持ってきましたね。で、これでフュージョンシステム使って手張りで1枚、まあ、メロエッタかミュウに貼るみたいな感じですかね。like the psychological warfare there. You know, I'm doing so many actions and I'm throwing things down and I'm getting aggressive real quick. That card needs to go on top of the deck. Okay. Oh, okay, there we go. There we go. So the That'd be a much different card if you just got. ローズタワー、なるほど。ローズタワーで1枚引いて、これでフュージョンエネルギー手札に加えたので、まあどっちに貼るか、まあメロエッタかミュウに貼るのどっちに貼るか今、悩んでますけども、ミュウに貼ってますね。まああんまり別にメロエッタで殴るよりかはミュウを育てていきましょうという感じなんですね。
で、フュージョンシステム。強い。ここで2枚ドローして、でこれもフュージョンシステム使い切りましたね。うん、このターンはまあ、殴らずにちょっと待機って感じですかね、もしかしたら。一応、サポケンまだ使ってないから、島星使おうと思えば使えるんだが、島星切りましたね。で、踊り鳥を持ってきて、あ、出した。踊り鳥出しましたね、なるほど。次の月光手裏剣でちょっとなんか変にダメージ飛んでくるのを嫌った感じなんですかね。結構踊り鳥なんか最初から右側の人出すか出さないかめっちゃ迷ってましたもんね。で、これでターンが帰る。貝を使いますね。貝使っていく。私ならツインターボ捨ててても手を進めたけどな。そう、なんかそうですね。このターンはちょっと一旦待ちましたね。アクアベルトダンデを警戒してるんですかね。アクアベルトダンデで一応320届くのか。60、310か。ああ、確かにそれを一応気にしてるから、確かダンデが一応ね、入ってるデッキであるから、最大回るとそこまで届きうるから、それを警戒しての踊りより、なるほど、それはあるかもしれないです。相手もパルキアは出してるけど、このターン、ボス使わずに回使ってるんで、まあ普通に前を処理しに行きたいターンだと。誰で殴ってくるか。ですね、パルキアで順当に悪ので使っていくのか、まあ何か他の手を打ってくるかですけど、でもここで月光手裏剣打つかっていうと微妙っすよね、あんまり。月光手裏剣打てば確かにまあアタッカーを失わずに。あー、なるほどね。まあここ月光手裏剣打っても踊り鳥がいるせいで、踊り鳥とメロイトワンパンできないんですよね。だからまあ、月光手裏剣打つメリットあんまりないかなってか、穴抜けの紐っすね。穴抜けか。これ、難しいな、穴抜け。まあ、ミュウは当然出したくないから、踊り鳥出さざるを得ないんだろうけど、あんまり踊り鳥も出したくないですよね。これ結構悩ましいね。ここミュウ出しちゃうとサイド2取られるけど、ミュウ出しますね。これでも悩むな、正直。踊り鳥出したくなっちゃうけどな。悩みますよね、これ。あ、でもミュウ出しましたね。そうすると、まあ、ミュウは悪のネギでワンパンされちゃうんで、結構、そうですね、最後に取られても、まあ、やっぱ踊り鳥のヒラメ二重軽減を結構重要視してるのかもしれないですね。パルキは V スターになったので、まあ、結構自在に動けるし、メロン持ってんのか。でもメロン、このターンサポートを使ったから、まあ特性使ってくんですかね。特性使ってくのかな。手札にエネルギーない感じですか。はい、いらっしゃい。見てきます。ちょっと海外の試合見てます、今。WCS。ここでスターポータル使って N 加速しましたね。これで2体育てていく強い。強いが。あ、白馬も準備してるね。白馬はね、HP 高いからミュウツー側からも動画がいてもワンパンできないですもんね。いや、スターポータル強いですね。やっぱこのブスターはおかしくね。安定してね。ああ、雪道来たのは刺さるかどうか。で、ミュウ倒されましたね。うん。ローズタワーがね、利用されたんですね。ここ特性止まったのがどう響くかですよね。どうだこれは。スタジアムで上書きはできなさそうだけど、バケッチャが入ってればバケッチャここで呼ぶっていうのは全然ありそうだけど、入ってるかな。噛みつれ。だいぶきつそうな手札。そうだね、ちょっときつそうっすよね。あー、分散、偉いです。分散させて、フュージョンエネルギー分散させて貼ってきましたね。ただ、これ多分ミュウ殴れるかな、前のミュウが。あー、メロって殴るんだ。いや、でも強いね。これ210ダメージ、パルキアに入りますね。問題この次だったら動けるかだけど、だいぶちょっと右側雪道で止まってるんで、ちょっときつそうかな。
ちょっときつそうですよね。ちょっとこの表情だもん。ハイパーボール使いましたね。左の側はい、ハイパーボール使って対象側はジメレオンがパルキア V スター呼んでくるはず。そうなんだよね。海外なんかそうらしいっすよ。国内だとねちょっとねなかなかそれはできんけど。うん、今ベンチがまだパルキア V スターに育ってないからベンチを育てるかもしくはまあジメレオン呼ぶんですかねここで。ジメレオン持ってきました。で裏工作使うと。まあできれば手負いのパルキア逃がせれば一番いいけど、あ2を持ってくる。まあそうだよね。ボス持ってたらまあこれサイド2-2で最後もう一体ゲノセ倒して終わりっていうのが一番綺麗な勝ち方だと思うんで。順当に倒してますね。これはちょっと右側ここからの逆転だいぶ厳しそうな感じですね。一応アタッカーのメロエッター残るからメロエッタで前は倒せるけどレジギガ数めちゃくちゃ少ないと思う。面白いデッキなんですけどね。あウロボどうだったのあ表ですね。ウロボ表。まあ、スタジアム持ってくれば解除できるんでローズタワー持ってきましたね。レジギガスはねそんなに多くはないと思ってます。ただ数は少ないけども勝ち上がるポテンシャルあると思うんで正直パルキアにもアルセウスにも、まあ、強く出られるカードなんで、握る人は少ないだろうけども多分上位にはちょっとデイ2には残りそうかなっていう。そうだね。これちょっときついですね。サイド的に。一応、メロエッタが140出るから前のパルキア処理できるんですけど、次のターン相手が正直、インテリオの裏コースで2枚好きなカード持ってくるあれがあればさ、バケツとボスで終わりみたいな感じになっちゃうんで、まあきついかな、ちょっと。火力も今十分出るしね。そうだね。まあセイボリーがね海外環境どんぐらいあるかわかんないですけど、セイボリーからの盤面ができるかどうかも一つポイントですか、レジギガスは。紙つれきらめき使ったけどもう多分ねデッキないはずですよ。サイドに1枚落ちててさっき盤面に3枚見えたんでもうデッキには1枚もなくて紙つれ使ったけどエネカスク今できなかったですね。でフュージョンシステムYeah, I was about to say it failed, unfortunately. As we said before, those two fusion energy. でこれじゃメロエッタメロディア成功で前のパルキア倒しましたと。ただちょっときついかな。そうだね、その3強って感じかな。まあ海外だとあとミュウツー V ニオンとか空飛ぶピカチュウ結構いますね。空飛ぶピカチュウねいるんだよ結構。割といますね。まあ、パルキアに強いからっていうのもあるけど、単純に種ポケモンオンリーで組んでるデッキに対してもまあまあ強かったりするんで、ね、まあ意外とピカチュウいますよ。今日の WCS でどれぐらいいるかわかんないけど、そこそこいると思う、ピカチュウは。ああ、まあ一応アルセウスか。まあ確かにね、なんかアルセウス一番多いのはやっぱ裏工作型というか、アルセウス単というような言われ方してるデッキが圧倒的に多くて、海外でそのアルセウスメインのデッキだけどかなりアーキタイプ多いんですよね。日本よりもなんか流行ってるというか、耐久寄りのアルセウス多いですね。そう、なんかアルセウスなんちゃらみたいなのは確かにサブタイプ多いと思うけど、一番多いのは多分アルセウス単かな今のとこ。あ、これ勝ちじゃないですか。もう裏コースでボスとダップリバケツで勝ちだしね。あ、しかもなんか手張り持ってたボスで、はい、勝ちですね。はい、ということでこれで2戦目はパルキア側の勝利で残り時間27分。3戦フルにできそうな感じかな今回。ということで1勝1敗でパルキア側が2戦目を取りましたと。で3戦目は、それはね好きな言い方でいいと思う。単って言い方ねあんま好きじゃないんですけど、一応、まあ、アルセウスインテレオンっていうのはめんどくさい人はもう単って言っちゃってると思うんですけど、まあ基本的にまあアルセウスメインの、まあ、デッキ、アルセウスオンリー、アタッカーほとんどアルセウスオンリーみたいな感じですか。まあ、たまにインテレオン殴るけど。3戦目ですけど、3戦目は今度ミュウ側が先行ここを選べるので、おそらく先行を選んでくるでしょう。
特にミュウデッキなんて相手に先行雪道張られた時には結構しんどかったりするんで、おそらく先行で、まあ、先行を選んでくるんじゃないかなと思います。やっぱフュージョンシステムな、強いっすよね。ポケモンカードもに限らずだけどさ、一回出したカードってエラッタができないじゃないですか。デジタル TCG と違って。あ、こんばんは。フュージョンシステム、毎ターン最大6枚引くのをさ、3回、4回とか使えるのやっぱすごいんですよね。でもインテリオンはね、もうなんかね、ある意味、今 D レギュレーションで圧倒的に使われてるのインテリオンだから、インテリオンが落ちると正直ゲームの戦い方も、その D レギュレーションだとだいぶ変わってくると思うんですよね。このパルキアだってさ、もうインテリオンいなくなるとだいぶ構築変わると思うし、ある意味システムと言っても過言ではないんじゃないかなと思ってしまいますね。踊り鳥が落ちたのがどう響くかってとこかな。パルキアがツツジが落ちたのもちょっと痛いけども、ただ、手前にあるから拾えそうですかね。さあ、じゃあ最終戦です。ミユが先行取りましたね。取りましたね、先行。ただ、ビップパスはなさそう。ミュウ出す。あ、このウーロボめちゃくちゃ大事だ。これめちゃくちゃ大事。これめちゃくちゃ大事。表か裏か。裏どっち ?3。裏ですね。おお、厳しい。おお、厳しい。ここハイパーボール切ってでもゲノセクト呼ぶべきだと思うが、どうするかですね。あ、汎用カードでこれハイパーボールの呼び先迷いますよね。まあゲノス呼ぶしかないんだろうけど、手札も切りたくないカード多そうだしな。フュージョンエネルギー、苦肉の策でフュージョンエネルギー切りましたね。もう一枚なんだろう、UVMAX かなあれ。まあゲノスを呼ぶしかないですよね。ゲノセクト呼んできたが、ここのドローが、3枚ドローだけど、ダブル無色を、ダブルターボを後ろにの上に貼って3枚ドローして、ビップパスが引ければ最高ですね。ビップパスが引けないと相当ちょっと微妙な展開になっちゃうんで、雪道張って帰ってくると厳しいかな。これはちょっとバトルビップパス引けるお祈りのターンですね、完全に。もしかしたら右側の人はウーロボ4投してないかもしれないですね。なんか見てるとウーロボ入ってはいるけども、そんなに4投してるほどさっきは使われてない気がするから。さあ、ここでじゃあ3枚ドローの、ここでビップパス引けるかどうか。あ、ウーロボも、きついか。でもゲノス引いたね。オッケーオッケー。もう一回フューズシステム、2枚ドローですね。負けちゃった。もう一回これはウーロボ使うのか、これ。もう一回これウーロボ使うんじゃない？使わなかったですね、ウーロボは。使わなかったですね。まあでも、最低限の動きできてるし、全然良さそうですね。これ、バケッチョ持ってるんで、雪道張られても動き、ビップパス持ってんのか。パルキアが初めてビップパス使いましたね、高校で。1戦目、2戦目はミュウガーがビップパス使ってたんですけど、3戦目は、ついにパルキアが初ビップパス使用。まあ、パルキア行ったと月光川呼びたいですよね、最低限。結構海外に見てるとさ、カードの順番結構さ、入れ替えてるんですよ、実は。日本だとさ、カードの順番入れ替えるのはもちろんちょっとイカ様というか、カードを操作してるからダメって言われてるんですけど、海外だと結構シャッフルをしっかりやってるんで、ある程度並び替え許されてる節がありますね。いや、強いよね。パルキアと、もう一回白馬にするか、月光河にするかって、月光河ですよね、最初はね。今、輝く月光河とパルキア持ってきましたね。で、ただあとは、このターンは無理に動かずにどんどん呼ぶで終わってもいいかもしれないが、ちょっとまだ手札が見えないんで、なんともですね。まだサポケン使ってない。ちょっとこの表情である。ミュー V スター使ってるが、この表情である。で、ここで、貝持ってますね。多分貝使ってもう1枚バトルビップパス持ってくる動き全然ありだな。各種札使うか使わないか。ビップパスね、初期の評価結構高かったと思うよ、ビップパスは。ただ、どのデッキにも入るカードじゃないよねってことで、そんなに値段は高くなかったっすよね。今だと結構いろんなデッキ入ってるけど、当初は
ね、なんかミュードで一気に入るかなって言うけど、パルキアに入れるかどうかちょっとどうだろうってぐらいな感じだったけど、最近は全然入れる人いますよね。貝使って今これ何持ってきた？貝使って今対象選んでるところか。まあ、水ポケモンと、グッズ持ってこれるんで、強いサポートっすよね。白馬を持ってくるパターンもありかもしれないです。相手のミュウに投げられるのが怖いから パルキア V もう一体用意するのも全然ありそうですよね。そう、でかすぎるよ、本当に。D レギ落ちてもさ、バトルビーパスは落ちないから、さらに使用率増えそうな気がするんだよね。トレッキングシューズが入ってるデッキなんて、どんどん掘ってって触りやすいから、そういうデッキを圧縮するようなデッキには、ね、もう4投していく人多いんじゃないかな。白馬持ってきましたね。白馬と、たっぷりバケツと。で、たっぷりバケツの効果使って今2枚エネルギーを持ってきてるターンですかね。まあでもあれは一応クイックボール落ちたら使われるんじゃないかな。ただビッグパス入れるデッキはわざわざあそこに入れるかどうかっていうと悩ましいけども。あ、どんどん呼びそうな感じですね、これは。まだ隠し札使ってないかな？使いましたっけ？この間隠し札使わなかったかな？使ってた。で、まあ、メッツのサイドしなかったんで、とりあえずフルにベンチがこれで埋まったと。強い場面ですね。ミュウ側は結構このターンしんどいかな。これだ、紙連れのきらめきがあ、ボス引いたがまだ進化できてないからちょっと悩ましいですかな。ダブルターボ前に張っていく。でもこれ強いな、強い。これボス呼ぶじゃないですか。ここで進化できれば強いですね。タープターブツ使ってドローしていく。ミュウ VMAX 呼べるかどうか。クイックボールがあるけども、バケッチャ切るかどうか悩むよね、これ。でもバケッチャ切りましたね。ここは進化してパルキアを何が何でも倒したいターンだけども、ゲノスをとりあえず呼んできて、フュージョンシステムあと2回使えると。ここはミュウ VMAX 呼ぶためのハイパーボールか、もしくはミュウ VMAX を直引きしたい。引けますかね。めちゃくちゃ大事なターンだな、これ。このターンでパルキア倒されると相手からすると、次のターンちょっと、厳しいですよね、結構。さあ、使っていくフューズシステム。どうだ、引けたか。でも、いいスタジアム、ポケストップ持ってますね。いや、ポケストップは結構難しくて、ミュウ VMAX をそのまま、ミュウ VMAX が落ちたと厳しいから、使うか使わないか相当悩むけど。フューズシステム使う。ポケストップ使う。ミュウ VMAX 落ちた。やばい。ミュウ VMAX が落ちてしまった。きつい。最初に1枚切ってなかったっけ、ミュウ VMAX。おっと。きつい。これ進化できないんじゃないか。まだデッキ残ってんのかな、ミュウ VMAX が。で、これが裏だときついですね。やばい。これ裏だときついよ。表。ミュウ VMAX いるか。サイドに落ちてるときつい。何持ってきた。いや、これはちょっと緊張しますね。今何持ってきたんだ。早くてね。あれ島星持ってきたもちだ。ミュウ VMAX が2体とも落ちちゃったんで、回収するために島星持ってきましたから、今ね。おっと、まずいんじゃないか。なんかね、初手で1枚ミュウ VMAX 切ってなかったっけ？で、今2枚目が落ちたから、ポケストップの恐怖ってこういうところなんですよ。欲しいカードが落ちちゃって、今多分ハイパーボール触ればよかったんですけど、ミュウ VMAX 落ちちゃって、2体とも進化できないんですよね、これ。だから、ウーロボ成功したのに対象がなぜか、島星だったっていうのはそういうことなんですけど、次の島星2裏だともう負けレベルかな。いやー、今のターンは結構やっぱり勝敗を分けたかもしれないですよね。で、パルキア側も普通にこれ進化さえすれば、スターポータル使って盤面もかなり整ってくるんで、だいぶ有利に持っていけるかな。で、しかもこのターンで白馬が進化できるとなおさら、勝ちが濃厚になってきますね。残り時間も十分あるし。get a knockout on the Genesect V and really be in a good position to win this game now. That was
まあパルキアはスターポータルの使いどころさんだね、これ。ハイパーボール使っていく。ね、スターポータルがまあお強いですよね。V スターに進化しちゃうと結構今ベルト切っちゃってるし、パワータブレットも2枚落ちちゃってるし、ちょっとミュー VMAX 側はパルキアワンパンできる可能性はだいぶ低いっていう状況なんですよね。ちょっとこれはパルキア側が有利な気がしますね。こういうところはやっぱコインの表裏だいぶでかいなっていう。ジメレオンが出てくると順当ですね。パルキアだいぶ安定してますね、こうやって見ると。ミュウは割と上振れ下振れが大きいデッキだけど、パルキアは本当に裏コースで欲しいカードをどんどん持ってくるから、まあ事故りにくいっちゃ事故りにくいデッキなんですよね。で、回収ネットも使っていく。わざと今、強いですね。わざと今、回収ネットを使って、ジメレオンについた、水エネルギーを、最初、どんどん呼ぶを使うときに1円に貼ったんですけど、そのエネルギーをわざとそらし落として、スターポータルでパルキアにエネルギーを、まあ、集めるために、ちょっと今、わざと落としましたね、エネルギーを。これ、トラッシュに今、エネルギー3枚あるのかな。で、白馬も VMAX していく。まあ、完全場面で V スターパワー使っていく。強いですね。エネルギー何枚あるんだろう、今。3枚ありますね。はい、3枚加速。まあ、BMV は HP 低いので、まあ、ワンパンですね。はい、ということで、しかも今、あれか、通常もサイドから回収して、これはミュウ、しんどいな。これ、ミュウ側、こっから勝つ方法が、一応多分島星使って、まあ表1枚でも出してミュウ VMAX になって、まあ戦うしかないと思うんだけど、ちょっと厳しそうですね。島星。コイン2個投げ、2個同時だ。2枚返してきた。2回とも表だったら2枚好きなカード返してできるから、まあここ、ミュウ VMAX は1枚確定で、もう1個はベルトかな。ミュー VMAX とベルト、なんだ今、まだちょっと悩んで、ベルト手札確認して何持ってくるかっていうのを悩んでるターンですね。最初は品星がね、まあ2枚を持って出たんで、ミュー VMAX は出せそうだけど、でも1体ミュー VMAX 倒されてるからな、1枚あれば十分ですよね。ミュー VMAX と、もう1枚。ベルトですね。で、持ってきてデッキのトップに置いて、まあ、このフュージョンシステムで引きに行けると。ただ手札がまだちょっと消費しないと引けないから、どうするかって感じです。ゲノ戦に貼りましたね。で、ポケストップを張り替えて、で、ポケストップを捨てて、今これだとワンドローできるから、これミュー VMAX 出していく。でもちょっと打点が足りない。280パルキア HP あるからね、ミュー VMAX がこんな殴ったとしても、今190のベルトで220か。この後ベルト引いたとしてもちょっとタブレット2枚さらに要求はさすがに厳しいです。キャッチャー、落ちた。キャッチャー、表、めっちゃ表出るな。白馬一応エネルギーが確かにないからっていう理由で白馬を呼んでで、一応ここでベルト持ってきました。ベルト引きました。タブレットが一応1枚だけ持ってんだ。一応トップ何を置くか迷ってますね。まあでもこれはちょっと厳しいね。こっから逆転するの結構しんどい。まあでもミュー VMAX こっから頑張って逆転しようと思うんだったら、まあこの白馬が殴れずにこう
前で、まあ、何ターンかこう過ごしてくれるのを期待するしかないのかな。もうアタッカーがさ、もうミュー VMAX が出せないんですよね。デッキに残ってなくてトラッシュにしちゃってるから。でしかも、まあ、あとは、まあ、メロエッタを育てるっていうパターンかな。メロエッタがメロデ成功である程度火力が出せるような場面を作るっていうぐらいですかね。まだ一応フュージョンエネルギーが3枚は残ってはいるのか。で、もう一回フェーズシステム、ラスト1使っていく。いや、でもきついね、これ。ちょっと。しかも相手がメロン持ってたしな、なんかエネルギーもそんなに、まあちょっと見づらいもんね、コイン。まあでもコインよりサイコロの方が確かになんかこう、操作しにくそうに見えるけど、どうなんですかね。うん、このターン、ちょっとね、白馬は、まあちょっとワンパンをどうあがいてもできないんで、これで、220か。ということで今、ベルト込みで220ダメージ、テクノバスターを使いましたね、フュージョン大ミラクルで、大ミラクルじゃないや、ミュウの上技で、テクノバスターで220と。まあこれはちょっと白馬が、まあ、逃げられるかどうかだけど、まあたっぷりバケツを持ってくればエネルギー持ってこれる。そのまま白馬なんか殴りそうですよね、これ。ジメロンも来ましたと。で、ジメロンからの、まあ、たっぷりバケツですかね。エネルギーは手札になければだけど、手札に1枚持ってるな、でも。進化のお香もあるから、インテレもなんかやりたい放題ですね。インテレモンでまあ2枚好きなカード持ってきてって何でもできる盤面ですね。回収ネットとベルト持ってきたと。ダンデはなかったのかな、もしや。ダンデがあればワンパンも実は狙えるんだけど、手札に持ってんのかな、ダンデ。あ、持ってる手札に。ダンデ持ってんじゃん。あ、ダンデ使った。強い。これでミュウツーワンパンですね。ミュウ VMAX、これで打点が250だと60で、310。で、踊りよりいないから、これワンパン。強い。いや、これはもうサイド打ちだから、さすがにきついかな。サイド1ですもんね。あとメロエッタがまあ前に出てくるけどさ、これもう紙釣り使ったとしても、さすがにちょっと倒しきれないから。ウーロボで裏ですね。キャッチャー。キャッチャー4。パルキア呼ぶのか。どうすんだろう、入れ替え。なるほど。ちょっと一応ダメージを狙っていくと。ただ、ちょっとフュージョンエネルギー4枚ないから。ということで。はい、ということで、ミュウが初戦ミュウ取ったんだけど、2戦目、3戦パルキアがだいぶ安定して行動して、まあ、事故らずに動いたということで、パルキア側の勝ちと。いや、安定してるね、やっぱ。なんか見てると、パルキアのやっぱ安定感で、インテロンのおかげで本当好きなカードが欲しい場面で持ってこれるから、今回ダンデが入ってるのさ、本当ピンポイントでああいう VMAX みたいな VMAX 相手にワンパンできるよっていうのが狙いだけどさ、普通そういうカードであんま揃わないんだけど、インテロンのおかげで簡単に揃っちゃうっていうのがやっぱ強いね。あの盤面ちょっとミュウツー VMAX はせめて2ターン耐えてほしかったと思うんですけど、ミュウ VMAX か。耐えらんないですね。強いわ。踊り鳥今回はしかも出してなかったから、それもちょっと痛かったかな。次がもう5回戦か、ちょっとね、スケジュール見てみるか。
今のが3回戦の、水上3回戦の多分、録画の振り返りみたいな感じですね。ちょっと見てみよう。今の3戦目で、まあ、これが終わって、大体1試合で、1時間ちょっと取られてるんですね。だからこれが、そろそろこの4回戦が、そろそろ始まるか。10時45分ぐらいからな。日本時間の10時45分ぐらいから4回戦が始まるんで、もうちょい。次4回戦ですね。トーナメント表がちょっとわかんないから、なんか日本人選手どんぐらい勝ち上がってるか全然わかんないんだけど、ちょっと見てみるか。ちょっとね、トーナメント表探して、ポケストップがね、ちょっとね、残念だったね。could still make it into, of course, day 2 potentially, and switch decks altogether. So there's still some variables there. But this has been a very fun cast, Kyle. This has been great so far. It's our first time casting together, and I'm having a blast. Always a blast at the World Championships, and yeah, always a pleasure to share the stage with you. So it's gonna be an awesome weekend for sure. あった？そう、なんかトーナメント表がなくてさ、そう今探してるんだけど、あったら教えてほしい。トーナメントのそう URL 探してるんだけど、いつもね、公式のとこに貼ってあるんだけどさ、どこかな？あ、インタビューか。急にピーチ市場になった。なんでこれ相手エルフンディッキなの？エルフンディッキなんて環境にいないのに。一区切りなんてなかった。ピーチ市場ね、なんかこの画面だと、なんか、なんか、日本公式からなんかピーチ市場の画面出ると、なんかちょっと画面が乱れてしまいましたって言われちゃうらしいから、なんか、なかったことになってるらしいけど。WCS の、どこで見りゃいいんだろう。対戦表っていうのかな。スイスドローの対戦表がいつも載ってるんだけどな。You can even use choice belt to take key knockouts on Pokemon V when your opponent only has 2 bench Pokemon. Not only does Origin Form Palkia V-Star なんか情けだな。ちょっと探してみるわ。対戦してるみたいになっちゃうけど。Star Portal allows you to attach up to 3 water energy cards from your discard pile to your water Pokemon in any way you like. Making subspace swells ポケカオンライン使って解説してるんですね。but also allowing you to play a variety of water type Pokemon, knowing that そういえばなんか日本でもていうか PTCO でさ、雪道の UR が配布されるみたいな話なかったっけ？もうされてるのかな？スターミー、最近そのスターミー入ってるデッキ見ないな、あんまり。スターミーどこ行っちゃったんだろう。You will often see players not attaching energy that they usually would, just to stay out of range of an energy spiral knockout. Another new water type Pokemon that shined in this deck is 対戦表なんか見つかんないな。ちょっと探してみるね。めちゃくちゃ PC を使って解説してくれるな。Just so long as you discard an energy card from your hand. As you're playing water ストリームの URL あるけどな。ちょっとこのストリームの URL からちょっと探してみるわ。Often enough to take knockouts onto weaker Pokemon on your opponent's bench. Being an entirely water deck also opens up some really nice options in terms of trainer cards. Melanie allows you to attach a water energy from your discard pile to one of your Pokemon V and draw ダメだ、見つからん。後で見てみるか。Nessa lets you put 4 in any combination of water Pokemon and water energy from your discard pile into your hand, perfect for reusing resources in the mid to late game. And Capacious Bucket is an item card that lets you じゃあちょっと次の試合始まるまでちょっと休憩で多分あと5分ぐらいで始まると思うんでちょっと休憩します。
RK9 レーブスで出ません。URL 貼れませんでした。ああ、あれか、去年使ったやつ。あれの URL ちょっと待って。なんかね、2018年の時も使ったあれのサイト。ちょっと調べてみるわ。そうか、URL 貼れないんか。RK ラブですね。いつもそのね、そこの URL で出てるんだけどさ。あ、これかな。WCS2022。あ、ポケモンチャンピオンシップ。あったあった。これかな。リンクでちょっと見てみるか。TCG ワールドチャンピオンシップス。ここで見るか、ウェブサイト。あ、違うな。なんか今、それっぽいサイト見てるんだけど、あと2分でも戻ってくるな。ワールド、ポケモン TCG ロンドン、オープンじゃないか。これかな？ちょっと今探してみる。トーナメントを見たいんですよね。これポケモン WC ワールドチャンピオンシップス。このあたり見れるかな？これロンドンショー。TCG ワールドチャンピオンシップス。これだと公式サイト行っちゃうのかな？あ、違う。イベントウェブサイト。うん。これ登録のあれかな？レジストレーションクローズとなってるウェブサイト。これ公式サイトかな？なんかね、対戦表というか、どこで見れるのかな？109、プライズイズ。これイベントインフォか。なんかこのあたりにいつもあった気がするけど、サイドイベント、コンペティションスケジュール、ストリーミングインフォ、あれ？ペアリングス、オールレスマイナス 2022TCG。あ、それ、オッケーオッケー。ありがとうございます。それ探せばいい。ありがとうございます。それ探してみるわ。これをちょっと貼ってみるか。ちょっとこれで貼ってみるね。さっきのあれかな、URL の。トーナメントで、ここから変えればいけるかな。ちょっと URL まず変えてみる。あ、これじゃない。変な動物できちゃった。ちょっと待って。どっから変えればいいんだろう。こっからかな。あ、これ違うわ。今でこう上の URL ちょっと変えてる。あれ出てこないな。ちょっと探してみるね、じゃあ。まあいいや。なんかもう始まっちゃうから。どこ出てくるのかな？Hello everyone and welcome back to the Pokemon World Championship here in London. My name is Adam Watson and I'm joined on the desk today by the one and only Ethan Heggie. Welcome. We're here. We're finally 次が4回戦かな？ 4回戦。 venue this is. And we have seen some exciting competition so far, and the best part is this is only day number 1. These players are battling it out to secure themselves a spot in the second day of competition where things are really going to start heating up. Yeah, even the players that we've seen on stream today have been very clean. あ、対戦用出てきた。これか。多分これかなっていうの出てきたけど、あ、なんかいつもと違うんだ。なんかマスターズラウンド4。順位表みたいな感じじゃなくて、いつもとちょっとなんか違う感じですね、ペアリングの表が。ちょっと後でまた見てみるか。Yeah, they are, and they've been outplaying a wide variety of decks. I've had some time so far while we've been streaming some other matches to look around at the field and see what decks are performing well. The typical stuff has showed up, as Kyle was talking about before. Palkia, some Mewtwo Venu, a little bit of a surprise for some players. That deck has really seen a lot of popularity, especially after receiving some cool tools from the Pokemon Go expansion. But a really interesting concept that's out there is a lot of these players came in with the idea. マスターズだからラウンド4。4回
回戦テーブル9から始まってます。これはなんか不戦勝ですかね。日本人はまだほとんど落ちてる人はいないと思うんですけど、ね、マスターは結構、日本人、これさ、強調すればわかるかな。このなんちゃら JP ってとこ、強調表示とかにできるかな。これで、強調表示。これで日本人がちょっと色ついて見えますね。1、2、結構3、4、まあほとんどまだいます。日本人同士もあるね。結構まだ全然勝ち残ってますね。全体の何パーぐらいいるのかわかんないけど、2、3割ぐらいいる。いや、残ってますね、結構ね。なんか前よりも見づらいな、サイトが。100人いるんだ。結構残ってるっぽいね、これ見ると。まあまだ3回戦だからね、正直0-3じゃなければ残ってるはずですよね。2-1とか、別に1勝2敗も残ってるんじゃないかな。そうだ、1-2でも、そうだ、1-2も残って、1勝2分けは残ってますね。1勝1敗も残ってる。1勝2敗はどうなんだろう。あ、1勝2敗残ってますね。あ、でも、いや、Day2 からの人はいないはずなんですよね。だから、今回 Day1 からやってる人だけかな。結構残ってるね、まだ、さすがに。そう、Day2 からの人はおそらく今日は出てないと思うんで、全員が全員日本代表が出てるわけではないですね。あ、そうなんだ、そうなんだ。ちょっと全部は名前見られないからあれだけど、今のところ256だからだいたい500人以上はDay1まだいるってことかな。多いね。0勝3敗でも、なんか0勝3敗でも残ってるな。自動ドロップみたいのないのかな。0勝3敗でも普通にいますね、なんか。なるほど。別になんか、強制ドロップではないもしや。ね、残ってるよね、0勝3敗も。日本人で3勝してる人はとりあえず数見ると、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10人か。3勝0敗は今のところ10人、日本人は。全部で8戦あって、6勝、あれ、6勝が、6勝までが上がれる感じ、今回。Day2 でのちょっと条件が、ちゃんと見てないんですけど、結構、2敗までは許されるけど、3敗はさすがに上がれないと思うんですよね。ということで、次どの試合かな、ピックアップされるの、どこが放送に映るかわかんないけど、上から順なんですかね。上から順だと、このテーブル9。になるかどれになるのかちょっと。なんかね、8か9みたいな日本の生放送のでも8か9みたいな、確か8じゃなかったっけ。あんまりドローがあんまり意味をなさないわけじゃないですけど、なんか前もその話だったな。5勝3分けだとしても、あ、でも5勝3分けいけんのかもしれない。8ラウンドで18ポイントだったら、5勝0敗3分けで18いける。もしやドローで1ポイント貯まる程度だったと思うんで、8ラウンド18だと、まあでもそれ考えると、まあ0勝2敗はいけるけど、そうだね。やっぱ3敗すると思うと、なんか、勝ち上がり残れないですね、Day2。多分ね、8回戦じゃないか、さっきのなんかスケジュールみたいにもあった気がするけど、確か、予定では8回戦だった気がします。あ、でも8回戦だな。やっぱ予定今、後で見たんだけど、スケジュール見る限りだと、全8回戦。結構ハードスケジュールで、朝の9時、だいたい9時45分から夜の、8時45分まで。フルにやる感じになってる。で、8回戦ですね、やっぱ。最後はこれ今日の Day1 ですけど、Day1 の最後が、僕の8回戦でここで終わりなんで、さすがに8回戦までだから、まあ9回戦ここから後に入ってこないはずだしね。ということで、結構ハードスケジュールと。今日はユナイトはないんですね。ポッケンは
ポッケンとポケモン GO はラストチャレンジクオリファイヤーで、LCQ って呼ばれてるカードゲームだと最近これやんなくなったんですけど、当日なんか WCS に参加できるラストチャンスみたいな枠があるんですけど、ゲームとカードはないですね。確かにね。でも逆に言うと他の人からしても同じ状況だから、WCS に出てる人からするとみんなそんぐらいのメンタルは持ってるんですかね。8回大変だよね。だから結構知り合い同士でね、ちゃんと情報交換したりとか、やっぱり休憩時間、わずかしかない休憩時間どう過ごすかっていうのは結構大事かなと。8回戦でしかも一戦が50分の3、BO3 だから、ほぼ8時間弱。対戦しなきゃいけないってだけど、結構ハードスケジュールだし、しかもね、英語を使ってる感じだから、大変ですよね。知り合いと身内マッチで負けてた笑い笑い。そう、身内がね、やっぱあるんだよ。日本人参加者多いから、日本人同士でもさっきのマッチング見ても、ちょいちょい日本人同士のマッチングがあったね。そういうのはでもしょうがないっちゃしょうがないんですけど、なんか残念っていうかもったいないですよね。お互い潰し合っちゃうって。しかも身内同士だとさ、なんかデッキの中身も分かってるし、なんかね、ちょっとなんか悲しいよね。せっかく海外まで来たんだから、せめて海外の人たちと対戦してね、勝ちたいなっていうのがあると思うんですけど。ただそろそろ、もう時間的にはもう始まる予定だったと思うんだけど、もうまだなんか、4回戦まだみたいですね。やっぱパルキア握ってる人多いな。パルキアが多いのと、なんかパルキアとミュウはめちゃくちゃ見るけど、それ以外どんなデッキがいいか。ミュウツー V のが配信だけに上がったけども、何が勝つか正直読めないですよね、今のところ。パルキアは相当数いそうだなと思うけども、出てや。今3勝0敗がトップなんで、同率トップが、かなりの数いると。日本人のもちらほらありますね。あんまりちょっと名前わかんないから、日本人の名前見てもちょっとわかんないですけど、全体の2、3割いそうな感じかな。他にはでも、日本の次はやっぱアメリカが多いんですか？ US、アメリカの方が日本よりも多いのかな。であとはカナダとか、イギリスとか、あとイタリアもいますね。あとカナダ。結構いろんなとこからいますね。MY ってどこだろう？ MY ってどこだ？MY ってどこの国なの？いろんな国がいますね。これもトップ16しか表示されてなかったけど、同率がもっといるはずなんで、まだ今の時点トップ16はあんまり。マレーシアね。マレーシアがいるんだ。All that matters is what's popular. There could be some strong deck out there that just has gone undiscovered. And like we saw during NAIC, the Mewtwo V Union Mill Tank just seemingly coming out of nowhere to just rock that event and had everyone quaking in their boots. And who knows if there maybe was a deck or two that was skipped over when the Japanese player had their first go at this metagame. Yeah, I want to talk a little bit more about the Mewtwo V Union deck because it was a deck that nobody expected coming into NAIC. And not only did it perform well, but it pretty much cemented itself as a top archetype going forward. A lot of times, what we've seen is these decks will come out of nowhere, perform very well, get a high placing, and then from there, people discover, hey, I put in this one card, I put in this other card, and I can counter the deck and be safe if I expect it to be popular. And then it will slowly die out and people will... ちょっと聞き取れなかった。ミュウツー V ユニの話をしてるのは分かったんだけど、聞き取れないな。Very few amount of counters that can really deal with this Mewtwo V Union or the Mill Tank in combination. Some decks have an answer to one, some decks don't have an answer to another. And because of its usage and because of its success, the ability to have a really solid matchup spread against anything that really isn't hits the Mewtwo for more than 200 damage consistently, so one hit knocking it out. なんだ聞いてることは、ミュウツー V ユニ200ダメージ以上コンスタントに出していったとしても、その突破できないよねっていう、多くのデッキがミュウツー V ユニに対する解決策ないよねみたいな話を右の兄貴はしてるみたいですね。If you aren't running those direct counters and those answers to it, it just walls you out and there's nothing you can do. It's a very frustrating thing to go up against. And a lot of players have to consider, do I just want to, it's like what we like to call it, hold that. Sometimes you just have to take the L and say, I'm going to lose to this deck and I just have to hope I don't run into it a lot. And if you bet on not running into Mewtwo V Union for this event, I'm sorry, it's not working out for you. We've been scouting around the tables just like everyone else, and we've seen a ton. Fortunately,
when a deck becomes more popular, it is certainly a lot easier to get experience in that matchup. So even if you have the techs, if you don't understand exactly how to sequence your turns, when those tech cards need to come down to be at their maximum effectiveness, you know, it's still not going to work out for you. But it's that Pokemon TCG arms race of can I counter my counters now? And we'll see if the Miltank players, you know, anticipated them being targeted a little bit more. ミルタンク確かにあんまりいないですね。ミルタンク、まあさすがに突破されやすいから、あんまりなんかハピネスとか握る人いないんですかね。今話してるとミルタンクとミュウツーのデッキの話をしてるっぽいんですけど、どんぐらい総数握ってる人いるんですかね、ミルタンクというか、まあ、ミュウツー、カビゴンミルタンクというか。なんか今の感じだとね、だいぶ刺さりそうですけどね。というか、始まった。じゃあ。あれさっき出てなかったけど、パルキアミラーもした。これパルキアミラーかもしくは、左側の人のデッキわかんないけども。はい、ごめんよ。これパルキアミラーかなもしや。ということで、スイスロー第4回戦ですね。いやー、パルキア多いね。パルキアばっかだな。多分これ右の人はパルキアじゃないですか。なんか一回配信だけ映ってなかったっけ？そうだよね。ということで、日本人同士じゃないな。上は日本人じゃないですね。パルキア対パルキアか。どんぐらいいるんですかね。雷って言っても選択肢がレジギガスに入っているレジエリキかもしくは空飛ぶピカチュウ VMAX。まあ、コケコはあんまり見ないと思うんですよね、今の環境。弱くはないんですけど、あんまりコケコは見ないから、そのあたりがね、メインだと思うんですけど。よっしゃ、ちゃんと気を取り出してやってるから、ちょっと水飲むわ。喋る前にちょっとだいぶ喋ったんで、ちょっと水飲む。Yeah, so Palkia mirror match, one that we haven't been able to feature too much on stream, and this matchup is very interesting in the fact that there are lots of routes you can play this. You can go super aggressive, you can get yourself to the point はい、じゃあミラーマッチですね。もうぶっちゃけ先行を取った方がだいぶ有利なゲームというのは変わりないんですけど、あとはその月光手裏剣の打ちどころとマナフィーがサイド落ちするかしないかっていうのも割と大事なゲームになってきそうですね。月光手裏剣で99時でジメレオンとか、あなたで倒しておくとだいぶでかいかなと。でパルキア同士だからもセイボリー飛んでくることはまあないと思うんで、お互い最大火力を出し合っていくと。いや、これは先行有利な気がするが。そうだね。なんなら日本だとゼラオラまでいるにもかかわらず見ないってことは、パルキアのポテンシャルというか安定感が強いってとこですかね。まあでも今後また雷はまだまだ強化される可能性あると思うし、まあインテリオンが落ちるとだいぶ水が使い勝手が悪くなったりもするし、そこはどうかって感じです。ジメレオン2落ちはまずいか？どうだ？まあでも2落ちまでだったらギリギリですかね。結構ジメレオン2枚落ちるか、その1枚落ちるか、もう結構でかいっすよね、正直。なんとなく先行有利なゲームにはなってしまいそうだが、見に行きましょうか。パルキア同士。初手パルキア対、あ、そうなんだ。初手バケツですね。プリケツ使って水エネルギー2枚持ってくると。何型ですかね、ビップパス型かどうかこれでわかるかな。そうだね。でも日本も最近 SSS 採用してるから、最近国内でも見ますよ。海外の久々に見ましたね。ビップパス入ってなさそうですか、右の人。どうだろう、入ってるのかな。まあ、パルキアだと1枚だけ入れるパターンと、まあ、4投するパターンがよくありがちなね。回のためだけに1枚だけ入れる人と4投する人でいますけどね。とりあえずまあ2枚持ってきて、ここですね。ここからさらに展開できるかどうか。でもまだメッソもう1枚持ってそうですね。
メッソンいる。先行これで止まってしまったのはちょっと痛いですね。これちょっと先行後攻はひっくり返るような動きですよね。1ターン目で、まあ、パルキア出せるとだいぶ違うんだけども、パルキア出せなかったんで、ちょっとしんどそう。これはちょっとね、面白い試合になりそうですね。やっぱミラーってすごい。やっぱだじゃ、なるほど。見てるとあれですね。クロススイッチャー入ってるデッキですね。水入れ2枚持ってきて、おそらく、まあ、月光がトップに持ってきてるから、きっとこれクイックボールかビップパスも使うんでしょう。あ、キャプチャーエネがあった。偉いな。偉いな。ただキャプチャーエネをパルキアに貼ったっていうのはあんまり、どうですかね。あれ、パルキアってアクのエネルギーって水じゃなかったでしたっけ？だからまあこのエネルギー自体はちょっと微妙かもしれないけども、まあただ展開するためには必要だし、結局、まあエネルギー加速して、まあ水エネルギーはスターポータルで加速をして投げれるんで2ターン目で別に打てそうですよね。で、各種で使う。メッソンが、そうですね、高校の方は、メッソンがちょっと展開できてないですね。あ、スターズ使ってくる。まさか。まあでも、このターンは投げれないと思うんですよね。やっぱり、メロン使ったとしてもちょっとさすがに厳しいと思うんで。確かにハイドロブレイクだったらワンチャン打てる。そうですね、まあキャプチャーイネを貼ったっていうのは、まあ、本来メッソンとかに貼ってね、インテロンが技打つ分には水無色で技打てるんでいいんですが、高校もそこまでうまく回った感じじゃないですね。さあセルフカットじゃないんだ。そう、対戦でカットしてますね、今回は。日本国内だとちょっとセルフカットできないんですけど、右側の日本人選手の方はちょっと厳しくて、手札にパルキア V さん2体いるんですけど、何にも手札になくて、地味レモンもなくて、パルキア V スターだけは2枚いるって今解説が言ってましたね。ついね、確かに。で、これどんどん呼ぶで2台呼んできたんですが、まだ2ターン目先行でパルキアが出せないっていう結構しんどい展開ですね。で、高校がすでに手札にパルキア V スター握ってるんで、スターポータルこのターンで打ってきそうだな。さすがにもう早めに殴りに行きたいと思うんで、相手の盤面が崩れて、整ってないうちに左側殴っていきたいっていう感じですかね。これ、翡翠のヘビーボールを使いましたね。翡翠のヘビーボールのミラー海外あるんだ。いいな。日本ありましたっけ？翡翠のヘビーボールミラー。これミラーっすよね。国内ミラーってなかった気がするけどな。あったっけ？サイド、特にサイドから拾ってこれるカードなかったんで対象なしですね。で、スターポータル。スターポータル使っていきます。もう一枚メッソンと月光はどっち入るかですけど、月光側に入りましたね。で、まあ、アクヌニで、まあ、メスを倒して、と。このターン展開できないとちょっとしんどいけど、でもパルキアが手に入りましたね。パルキアの、でも V スターかあれ握ってるの。V スターかあれ。ちょっとこのターンも動けなさそうな手札かもしれない。あ、でもいますね。パルキア V はいましたね。オッケーオッケー。ここからまだ全然展開できそうな。まあ、このターンはさすがにちょっとパルキア殴れないんで。キャプチャーエネが完全に逃げ、エネになった。わら。そうだ。キャプチャーエネがね、そうだね。結局水エネルギーは、アクのエネルギーは必要ないから、そうなっちゃうんですよね。これちょっと次のターン、パルキアが今1体しか出てないから、まあ、次のターンのボスが非常にきついですよね。で、フル展開したら、160だ60で、フル展開するともう220出せるんで、このターンどうなるかですね。この一旦耐えてできれば次のターン、右側の。ね、パルキア V スターにさせたいところですが、ここでジメレオンですね。これフル展開プラスボスの指令引かれると相当きつい。ちょうど220出せるんですよ、これ。でも回使ったから、とりあえず、まあ、パルキアが倒されるという最悪の事態はなさげですよね、これ。
インテレオンと、インテレオンとなんか持ってきそうですね。インテレオンと、そうだ、ボスが使えないからね。もう回使っちゃったんで。キャプチャーにはなんか2枚入ってますね、少なくとも。左側の人は。タプリバケツとメッソン持ってきたので、メッソン、そうですね、メッソンとタプリバケツで2枚エネルギーサーチして、で、ここに隠しラーを使って2ドローですか？パルキャ2体目ここで準備するのは偉いですね。なるほど、今ちょっと嫌なカード見えましたね、ちょっと。ヤマビコホーンも入ってるから、ヤマビコホーンで打点を上げることもできるし、クロススイッチャーか強いな。強い。で、月光が出して、月光逃がしてと。うわー、これきついな、これ。いやー、これで、そうだね、打点足りてるわ。クロススイッチャー、えぐいね。なるほど。だから回使ったんですね。これはちょっとパルキアこっから復活させるのが相当きつくて。月光が持ってきましたね。ただ、このターンにパルキア V をやっぱりもう一回出したいけれども、出すとまた狩られちゃうんで、本当は2体出したいですけどね。ただもう、コンシード、ここでもちょっと、もうひっくり返さないということで、コンシードですね、降参しましたと。まあ、ちょっと先行有利かと思ったんですけどね、先行でちょっとうまく展開できなかったのと、結局2ターン目でもサポートがなくて展開できなかったっていうのは結構しんどそうな感じだったですね。2戦目に期待しましょう。なんかね、結構先行の方がやっぱ先殴れるとはいえ、ちょっとこう展開力がやっぱり展開できないです。メッソンだけっていうのはやっぱりさすがにね、ちょっとしんどくそうですよね。まあちょっと気を取り出し2戦目ですね。まあ今度負けた側が先行後攻選べるので、まあ好きな方選べるんです。基本は先行選ぶんじゃないかなと。後攻選ぶメリット、パルキアだとあんまりないですからね。先行でいいカードが来てくれることも祈るしかないですね。はい、ということで2戦目。ほんと初手大事だな、本当に。ここの7枚で全て決まるぐらいな感じであるからな。なんかマリガンですね。ポケモンいなかったのかな。初回の勝手でちょっとポケモンいなかったんで、お互いシャッフルですね。初手にポケモンお互いいなかったのかな。Especially like we saw how easy it is for one side to get way out ahead of the other in this mirror. You know, the mulligans are also いや、ミラーの試合って一番こう、お互いそのデッキも相当使いこなしてるからさ、大体パルキアのデッキってそんなにこう、なんかね、変わったカードが入ってるってことあんまりないからさ、スターミーが入ってるとか、まあ変わったカードが一番入ってるのはあるかもしれないけど、そんなに大筋はほぼ同じですからね。本当にプレイングの勝負になってきそう。雨入ってんだ。なるほど。雨入ってるのはちょっと面白いですね。裏工作急に2枚サーチとかもできるし。雨入ってんだ。お互いメッソンスタートですね。やっぱ先行取ってますね。で、今回はそう、パルキアがいるかいないか、初手がめちゃくちゃ大事。念入りに今デッキの中身をチェックしてますね。何がサイドしてるかを今チェックしてると。2枚引いている。普通にまあそうだ2枚持ってきて、残りの手札から何持ってるかがすごい気になりますね。クイックボールがあるかどうかも結構大事だしな。
and maybe, you know, you あー、パルキアが置けない。maybe it's fine. I'm just getting this out of the way now. いやーね、なかなかちょっと。これやっぱ先行有利だけども先行でやっぱ引けない時のこの辛さもあるしね、難しいですよね。高校がどれだけ展開してくるかによるんですけど、まあ、高校もね、まだパルキア置けるかどうかまだ分かんないからね。ちょっときついな。しょってパルキアいないっていうのは結構しんどいですよね。さあ、ここでパルキア相手は出してくるのかどうか。あ、たっぷりバケツ2枚使って水色の大量にサーチして、残りの札、クイックボール持ってるね。まあ、パルキアか月光が呼ぶしかない展開ですが。まあまあまあ、パルキア呼びますよね。あ、でも月光が持ってきてるってことは、なんかもう1枚サーチ札ありそうですね。パルキアは素引きしてる可能性もあるしね。月光がここで呼んでくるってことは、なんかちょっと手札に余裕がありそうな。マジか。強いな。各種で2枚ドローしていく。しかもレベルボール引いたか。あれ、パルキア呼ばなかったっすね。結構手札が事故ってて、どうしても月光を呼ばざるを得なかったっていう、むしろ感じないですかね、そうすると。これはまだわかんないですね。パルキア出されるときついかなって感じだったけど、パルキア出てこなかったんで、全然、まだ、そんなに不利じゃないですね。しかも、ジメレオン持ってるから、ここから、まあ、ジメレオンとカイ使ってみたいな展開もできそうだし、そんなに、まだ、そんな優劣なさそうな感じですよね。ジメレオン出てきたし、ここでまあ、カイ持ってきますかね。パルキア出したいもんね。2戦目は結構これなんか接戦にやりそうだな。think there'd be some underbenching or some dancing around, but no, both players are still just going full tilt. It's much more important in a mirror match to set up and focus on just doing a powerful game plan quickly and playing for tempo. I really like that both players 月光が持ってきましたね。クイックボールと月光がね、まあ結局クイックボール使ってパルキア呼んでくるんでしょうけども、で月光が出して、各手段2枚ドロー。回収ネットもう一回月光が使って2ドローと。でもだいぶ引きましたね。だいぶこれで引いてるし、クイックボール握ってるから、パルキア呼べますもんね。クイックボールで山彦本切りましたね。パルキア V 持ってくる、持ってきましたね。タプリバケツも手札にあったんで、おそらく、まあ手札から貼るのかな。月光が返すと、ね、効果使ったのかどうかちょっと忘れちゃいますよね。パルキア、とりあえず出した。手札から、エネルギー張る感じかな。月光が壁にしてますね。ジメレオンをおそらくインテレオンにしてちょっと動かしたいっていうのもあるのかもしれないですね。月光が壁にしてちょっと待機すると。でも月光がもね、結構このゲーム、月光手裏剣もかなり大事になりそうだから、すごい悩ましいけどね。ただ月光はこのターンにやられるかというと、多分不思議な目がサイド打ってたんで、このメッソが急にインテロンに進化して動くってことはあんまりなさそうかと思うんですが、どうですかね。不思議な目がサイドに落ちちゃったんで、これが急にインテロになって、まあ、ダメージを出すってこともそうだし、インテロになったとしても120だから月光が耐えるしな。この月光が生き残りそうだな。生き残れればなんか月光手裏剣打つチャンスも生まれてきそうですね、右側としては。
And this has just been a fantastic boon to these water decks. It really just allows this list to get set up so consistently. まあ、下位でパルキア持ってきて、左のプレイヤー、パルキア持ってきて、もう一枚何持ってくるの？パルキアをとりあえず持ってきて、グッズが何を選ぶかちょっと悩ましいとこですかね、これ。グッズが今、クイックボールか。パルキアとクイックボールか。クイックボールなんですね。でもパルキアは普通に出していく感じですね、さすがに。パルキア出した。手札めちゃくちゃあるな。手札なんか8枚9枚ありますね。めちゃくちゃ手札あるな。あ、キバナいるんだ。で、インテレオンも普通にいますね。雪道このターンに張るのもちょっとえぐい動きかもしれないけど、張るのかこれ。雪道張ると、もう自分が苦しいからさすがにやんないか。これマナフィーがいないから、月光手裏剣でメッソン2体倒してくるみたいな動きやってきそうだな。カシネット使う。なんか月光界でサイドそうですね、これ。マナフィーいないから、これでむしろマナフィー呼んでくるのかな、今このクイックボールで。枠1個、あ、でも持ってこないですね。パルキアみたいにしましたね。なんかスターポータルうまく使ってメッソン2体倒すみたいな動き全然ありだな。パルキアに手割り張りますね。インテレオンが、あ、じゃあ、ジメロン自身か。裏工作で対象がなんだろう。レベルボールですかね。対象がレベルボールかな。あ、進化の子ですね。もう一体じゃあジメロン出すのかな、これ。あ、で、雪道張りましたね。この雪道結構刺さる気がするけどな、逆に。でも自分にも刺さるけども、相手にも結構刺さってそう。今度はここスターポータルとか使って、前の月光が育てて、90、90飛ばすみたいな動きもやりそうな場面だったんですけど、ちょっとこれでやりにくくなったかな。タプリバックス今水入れ2枚持ってきてるけども、そうですね、月光が逃がす手段がないと、このターンちょっと殴りにくそう。インテリオン来ましたね。あ、でもインテリオンいるから、スタジアム、張り替えるスタジアムがあれば、張り替えてきそうですね。雪道以外のスタジアムがあるかどうかですけど、神殿が入ってるかどうか。あ、トレーニングコートありますね。トレーニングコートと、セイボリーかな。ちょっと、セイボリーなんて入れないよな、これ、あんまり。ボスかな。あ、でもセイボリーだ。セイボリー入ってんだ。このセイボリーパルキアにセイボリー入れてるのはなかなか珍しいですよね。火力は下がるけれども、相手の展開を下げる、だいぶ展開力下げられましたね。セイボリーってすごいよ。じゃあこのターン月光下で殴りに行くんかな、これ。各種で使ったスターポータル。まだ使えるんで、そうだよ、このパルキアがないとあんまり火力が出ないから、おそらくパルキアが無理に前に出てくる必要もないし、キャプチャーエネルギー入りましたね。セイボリー入ってるのはちょっと意外ですね。まさかのっていう。ミラーだと刺さるっていうのは確かにあるかも。普通パルキアは火力出したいから、あんまりセイボリーをこう、採用しない方がむしろ多いと思う。ほとんど採用しないと思うんですけど、セイボリー入ってるのはすごいですね。これは月光手裏剣打つ感じの流れですか、これ。一気にジメロンとかメッソンが殲滅するよね。あ、スターポータル。スターポータル。もう一枚貼れますね。もう一枚誰に貼るか。インテレオンかな。
お、前にサイン前にサイン貼ったのえぐいな。これ2回打とうというパルキアさすがにパルキア V スターで殴ってきそうだけども。そうですね、これ2回月光手裏剣を打つ動きをしそうなんですが、ただ、メッソンをバトル場に残したとしても逃げられるし、これ難しいな。誰に90、90打つかがすごく悩ましいですよね。パルキアが V スターになったらさすがに役のレディで倒されちゃうから、あんま2連続で投げれる可能性は少ないけども。Yes, we're just looking at a judge discrepancy here. It looks like something revolving around training court, maybe. ありがとうございます。こんなわけにも嵐が来てくれるのありがてえ。ベストアダルトデーティングサイト。あ、Thank you。これどうするんだろうな。この場面90、90どうやってばらまけばいいんだろう。Yeah, when the game's coming up to a head, the players maybe just getting very excited about, making their combo, solidifying their lead, and you just gotta make sure. あ、これブロックした方がいい、これ。仕方わかんないんだよね。メッセージ固定しとくじゃん。メッセージ固定はあまりすぎ。ごめん、わかんないんだよね、やり方。固定しちゃったんだけど。ブロックなんてできんの？タイムアウトってやつで。わかんないやり方。固定しとくか。報告はできんだけどさ、消せんのこれ。あ、これ、露骨な性的行為、これしこうが。固定しちゃった。これ固定しちゃった。いや、間違えちゃった。はい、すいません。試合見ようか。今、なんかちょっとトラブルがあったみたいですね。なんだろう。ここで今ゲームが止まっててさ。月光手裏剣を打つタイミングなんだけども、なんかちょっと、なんかちょっと、トラブルですか？なんだろう、セイボリーは使ってジメロ2体切ってるし、別にそこの処理は問題なかった。なんだろうね。何がなんか一回ゲームが止まってますね。コート使ったとき、もう問題なかった気がする。コートで1枚回収して、なんか問題ありましたっけ？あんまりちょっと見逃してたかもしれないけど。でもすごいね、この輝く月光に3円で加速したのがちょっとどういう使い方をしていくかすごい気になりますね、これ。結構パルキアに殴り返されそうな盤面ではあるけども、3枚貼ったのは強いですね。隠し札2回打った。まあ1回打ったの見て2回打ちましたっけ？この時やっぱ英語喋れないとさ、このジャッジにもさ、伝えられないですよね。巻き戻して見られりゃいいんだけどさ、ちょっとこれ巻き戻せないから、公式の放送だと巻き戻せるかもしれないから、そっち見てみていただければいいんですけど、どうだったかな？ 1回使ったのは確実に見たんだけど、2回目使ってましたっけ？あんまり使ってた記憶ないな、さすがに。そこら辺十分気をつけてやってると思うし。And we're going to be seeing exciting action today, tomorrow, and throughout this entire weekend. There's no better place to be, and there's no better place to watch than here to get all of the exciting Pokemon action. 揉めてますね。これ割と第3戦まで行きそうだが、ここで時間使っちゃうのちょっともったいない気がするんだよな。Players understand Palkia at this point. Going into NAIC, it was still a fresher deck, maybe had a few weeks of legality going into that. But there's been a pretty big gap between NAIC and World Championships. It's been over a month. そう、スターポータルでエネカツコを前に3円貼っただけですもんね。で、キャプチャーエネルギーは手張りで貼ったし、そこは別に問題なかったはず。どこが、どこ、ジャッジが止めたんですかね。この時間が止まんないのちょっともったいない。5分ぐらい経っちゃうよね、これで。
when your opponent is actually putting up a really great fight. You know, every card game has the variance of, well, you know, this win was kind of free because my opponent drew poorly, but when both players are now here in game number 2 of the set on a pretty even keel. あ、でもこのゲームちょっと面白いですね。この90-90のばらまきどころが分からなかったんですけど、パルキアに90-90ばらまくと、なんか一方的に、こっちはなんか右側からすると、パルキアを倒すに、こっちはワンパンされないけど、90-90ばらまいておくと、リーサルに届きうるのか。だからパルキアに2体にばらまくの全然ありというか強い一手かもしれないですけどね。月光が、倒そうと思うと130って微妙に HP 高いし、メッソン倒すのでもありか。メッソンとパルキアに90乗せるみたいなのも強そうですけど、どういうやり方してくるんですかね、これ。なんか結構思った以上に時間使っちゃってるね。どうしたんだろう。なんか日本公式でなんか言ってる。And I think that the players, of course, if there were any mistakes made, 止まっちゃってるな、なんか。pretty easy to get it corrected once we get everything set back up into play. 最終戦考えるとね、20分は残しておきたいと思うんですが、もう時間が刻一刻と。I imagine that a lot of eagle-eyed viewers probably noticed some sort of discrepancy and they're yelling at the screen right now. Oh yeah, they're fixing this or that. But of course, the players also need to be made aware of what happened, so that they can use that as a little bit of a learning point as well. As I said, when you get really excited, sometimes you know that clean play can begin to slip. まあでも結構海外大会よくありがちというか、ね、お互いこう言葉が違うからなかなかこうね、ジャッジがさ、一回こう止まるとなかなかその解決するまで時間かかっちゃうのもありますよね。それぞれの通訳呼ばなきゃいけなかったりとか、これ配信だけだから割とそこら辺しっかりやってそうなんですけど、なんかすごい時間かかっちゃってますね。これなんで止まってるかなんか結局分かった書いてない。あんまりなんか書いてないですよね。なんか今いろいろコメントも見てるけど、何が原因だった ?GB はグレートブリテンだからイギリスかなみたいな話ありますね。はい、やっぱに、なんかね、ちょっとゲームがずっと止まっちゃって、どうしたThe fact that it has an attack that can deal 90 snipe to 2 Pokemon, that's incredible in itself. And again, perfectly complemented with the Palkia, with that star portal being able to get the water energy from the discard pile assigned to it, and you can just kind of pull that out. It's a constant threat whenever players are against PTC 上で PTC 上でやれていき、まあ確かにそういうミスはね。なんか一応見ると、やっぱ隠し札2回使ったのかな、ちゃんと見てなかったけど、なんかそういう意見が多いですね。隠し札を、2回使っちゃったんじゃないかっていう。雪道最初張ってた時は使ってなくて、雪道剥がれた後に1回使ったの見たけど、2回使っちゃったっけ。それがあるとちょっとまずいかもしれない。サイドペナルティになるかもしれないけど、ちゃんと見てなかったんですよね。そっか、なるほどね。なんか一応、なんか話見てみると、遡ってみると、やっぱり2枚使って、しかも手札シャッフルしちゃったから巻き戻しが効かない状況でちょっと困ったなという。最悪サイドペナル1枚か2枚取られるかもしれないが、ちょっとどうなるかわかんないですね。もう5分以上経っちゃったしね。配信だけでもこういうことがあるっていうのが、その WCS の怖いところではあるんだけども。結構緊張しちゃったりとかもして、どうしてもね、
隠しは単一ね、でも確かに左の選手はそれを間違えないように、毒やけどマーカーを特性使った後に月光に乗せたんですよね。で、それでまあミスがないようにって感じでやってたんですけど、まあどうしてもその、やりがちというか。本当に一回使ったことがちょっとね、さっきの振り返ってみるとわかんないですけど、あんまり気がつかなかったんだけどね、なんか、話見てみるとそうみたいね。隠し札2回使ったんじゃないかっていう。まあ、回収ネット使って、やる分にはいいんですけど、使ってないで2回やっちゃったのかな。ちょっとこれは、まあ、ジャッジの判断待ちかな。まあ、かなりこう、ベテランの慣れてる人でもそういうミスっていうのはあるから、まあ、しょうがないんですけど、どういうペナルティになるかっていうのがちょっと、巻き戻せないですかね。その2枚引いた後に、まあ、シャカパチというか、ハンドシャッフルしちゃうと、どの2枚引いたかもう完全にわかんなくなっちゃってるし、まあ、そうですね、どういうジャッジになるかですね。まあ、その2枚をランダムに2枚山札戻すみたいな、そういうジャッジにはならないと思うんで、サイドペナプラスアルファみたいな感じになっちゃいそうですかね、普段の最低だと。どういうこといいか、ゲームはちょっと止まっちゃったんですけど。いやー、どういう最低なんのかな。みんな気をつけなきゃいけないんだけど、どうしてもね、こういう大会で緊張しちゃって分かんなくなっちゃうというか、使ったのか使ってないかね、どうしてもこう忘れがちになっちゃうんで、そういう意味ではちゃんと、ハンドから2枚山札戻して、なるほど。ちょっとね、ハンドから2枚戻してってところが、正直、そのシャッフルしてなければ、指定の2枚でいいと思うんですけど、そこはどうなります？この1試合負け、まあ、ワンチャンあるかもしれないですね。ただ、そこまで重いペナルティにはならない、意図的な、仕様じゃないからな、そこまではならないでほしいが、まあ、サイドペナ1か2じゃないですか。今までの、なんか、海外大会の、そのペナルティ見てると。巻き戻せないっていうのがネックですね。巻き戻せるところだったら、正直ペナルティなしってパターンも全然あったのかもしれないけども、2枚引いた後に何を引いたかも確かにわからない、相手からわからないし、ジャッジからもわからない状況だったから、そうした時間はね、もう止まんないんじゃない？ロスタイムの精度とかないと思うし、このタクだけ延長ってこともできないから、多分時間過ぎたままかな。よりによって配信だけでもこういうことがやっぱり起きちゃうって考えると、他のタクでもやっぱり、まあ、ところどころで起きてるんでしょうね。特にパルキャンデッキは結構、裏工作とか、まあ、いろんな、まあ、ところで結構ミスが起きがちなデッキであるというか、あと、トレッキングシューズとかもさ、手札に加えてから間違えて、トラッシュしちゃったとか、そういうのでも結構、まあ、ジャッジが言われるときもあるし、難しいですね、本当に。ただ時間はね、止まってないと思うんだよね。配信だけ特別扱いとかあんのかな？止まってないですね、多分これ。でも今止まってるかな、一回止まってるっぽいね。16分30。だいぶ減ったけど、減ったところで止まってるかな、これ。まあ、ペナルティどういう、まあ、多分おそらくペナルティが入るとは思うんだけども、まあ、最後2枚とかだったらまだ逆転の目がありそうだけど、それ以上重いとちょっともう厳しいかもしれないです。一応時間は止まったんだ。ただ、まあ時間止まったとしても、この試合がなんとか終わったとしても、3試合目は多分、3試合目までいけない可能性があるから、ちょっとマッチ、ドローが、頑張って1-1ドローですかね。この試合ちょっとサイドペナルティ入ると逆転が相当厳しそうな、まあ、ミラーだからこそ厳しそうな感じがするんですよね。さて、そろそろ始まるかな。まだまだちょっと、なんか揉めてはいそう。これ配信タクだったからまだ各集団2回使ったかどうかっていうのははっきり画像というか動画残ってるからいいけど、それ以外のタクだと証明のしようがないからね、難しいっすよね。ある意味配信タクで良かったというか、配信タクだからこうなんか気づかれたというか、そんなところもあるね。
path to the peak, try to lock down. A lot of different ways to approach it, and まだちょっと止まっ hopefully get てるね。 into the next part of game number 2. We'll see what the players are going to do. They've had a lot of time, honestly, to think about how to approach this current board state. そう、時間かかっちゃってるからね、ちょっとね。ミスリングとかあったときは、ああ、そう、ミスリングのときはサイド封印するみたいな、なんか、取らずにサイドを取ったこと、なんかいろんな、ね、話あったけどね。うん。まあ、ペナルティなしってことはないかもしれないですね。ちょっとここまで、なっちゃってるから。And sometimes it's just kind of what has to happen. We have to take time, make sure things are all settled. As we talk about Palkia, what isn't there to talk about? まだ、いや、もうちょい時間かかりそうかな。再現、戻して再現が不可能な状況だと。これで誰判断なんですかね。ジャッジが一応2人ついてるからジャッジの判断でやるんじゃないですか。まあ、なんかマスタージャッジ的な人がいるのかどうかちょっと把握してないんですけど。I mean, what I liked so much about Palkia was that it showed up on the scene. Everybody knew it was strong, and it wasn't one of those decks where. なんかでもなんかさっきから同じところで思ったままなんかあんまり話が進んでなさそう。まあこんな言い方あるけど左側の選手からするとこの時間がある程度時間が経てば経つと左側の選手は1本取ってるから有利なんで、まあなんていうか、この問題の解決に時間がかかることに対してはあんまりこうまあ左側の選手からするとまあ自分が不利にはならないので、まあ自分のねその言いたいことは言うべきだよね。確かに土に影響出るからまあそこも加味して相手がサイドペナ取らせるかどうか今判断してるんですかね。そうだね、数字で止まっちゃうなんていうリスクも十分あると思うし、しかもなんかメッソンとかゼメリオンが、ね、いなくなっちゃった感じだし、そうだね、プレイヤーがちょっと多分ペナルティなし、今のところペナルティは特に発表されてないから、このまま進めるのはちょっとさすがにみたいな感じになっちゃってるんですかね。It's evolved and gone pretty much on a flip 180 and now just plays Intelli on pieces. でもなんか全然進まない感じになっちゃって。あ、手札がこれ今トラッシュ出してて、手札がこれでしたみたいな感じで今。Irido is too slow. Why would I find just 2 pieces out of my deck when I can be more aggressive draw and still utilize shady dealings and not have to guarantee the search off of the prize cards or rather off out of the あ、なるほど。サイドペン取るか取らないかは自由ってこと、相手が選べるってことかな。どういうジャッジになるかですね。あ、ヘッドジャッジが来たって。いや、ちょっとヘッドジャッジが来るから、ちょっとそれ待ちかな。この1ゲームが伸びるせいで全体のゲームもちょっと遅くなりそうですね、これ。困ったね。困ったね、ちょっとこれ。この後のちょっとね、その月光河の月光手裏剣の打ちどころとかそれ気になってたんですけど、その前にゲームが止まっちゃって、ちょっと今、時間待ちですね。Everything that you need to respond to the play that is about to happen needs to be in Kai's hand, and he could be in very big trouble if you miss your window to respond to this massive aggressive play from Hiroki. まあ確かにこの場面すごい大事な場面だからさ、ここ次第で勝敗変えるようなまあターンではあるから非常に大事なのは分かるんですけど、ちょっと時間がねだいぶ時間だいぶ経っちゃってるよね。A bunch of players here from Japan, so they're really showing their stuff. They've come in pretty large numbers and are really saying, hey,
この盤面もう10分以上この盤面ですからね。まあ、スターポータル使ったところは全然問題なかったけど、その前に各社2回使っちゃったと思うんですよね。で、各社使ったせいで、エネルギーが正しに落ちたおかげで、スターポータルで3枚とも前に張れたっていう可能性もあるから、月光がに3円ついちゃったこと自体もやっぱ問題なのか、そうすると。本来は正しに落ちてなかったはずのエネルギーが月光がに張られちゃってると。で、このターン手割りでキャプチャーエネを月光がに張っちゃってるから、そこを巻き戻さなきゃいけないのかな。うん。時間かかりすぎて。あ、時間かかりすぎて、なるほどね。そうだ、ほんとね、これどうすんだろう。全然始まんないですね。お互いなんか手札シャッフルしたまま時間が過ぎていくみたいな。あれなんか残り時間増えた。なんか残り時間増えた。あ、さっきなんか16分とかなんか残り時間増えた。もしさ。20分以上ロスタイム扱いでなんか残してくれてる。さっき16分だったのが28分に増えてないですかこれ。時間止まったのかなこれ。すごいな。ただ28分残るんだったら、まあ別にこのジャッジに時間かかるのは構わないっちゃ構わないんですけど。dominance that you have in play on the board. You could be down to your opponent has one prize left, but if they run out of attackers, 思った以上になんか時間使っちゃってんな。終わる時間ね、ちょっと、そう、全体ラウンド5は結局同時に始まるから、この試合だけちょっと遅れたとしても、ね、他の試合もやっぱ全体遅らせないと同時に始められないから、ね。これなんか、公式の方でなんか言ってるこれ。結局どういう採点だったのかな。なんかあんまりちょっと。やっぱり各社2回使ったのはやっぱその巻き戻してチェックした人の意見も見て、やっぱり2回打っちゃってるのは間違いないっぽいですね。で、その後に結構手札シャカパチというかシャカシャカしてシャッフルしちゃったんで、何を引いたかもわかんない状況っていうのもやっぱそこまでは合ってるっぽいです。で、まあそれに対するペナルティどうするかっていうところですかね。結局ちょっとこれなんか時間かかっちゃってるね。もう10分じゃ15分以上経ってるかなこれ。各種を使って、その後トレーニングコート貼って、じゃあトレーニングコート貼って各種を使って、なんかもう一回使っちゃってたみたいですね。ちゃんと見てなかったんですけどね。気づかなかったな、言われないと。ということで、まだちょっと始まんない。てか、全然始まんないね。もたもた配信だけ。あまりにも時間がちょっと経っちゃって、解説にしてもレジギガステーキの話外れちゃったしね。right, of like these rogue decks that you might not be able to account for, but then, you know, you can hit those Mew decks to make them limit their bench a little bit. 時間が止まったままだったらいいんだけど、ねえ。止まってるんですかね、時間。You can just say, okay, well, you know, you got to choose, you got to make your opponent pick their poison. And some players really enjoy that when you have a card that makes your opponent make a tough choice. You just get that extra little bit of mental damage. この時間停止がな、ちょっと長すぎるんだよ。今止めね、こんな止まってると、ちょっと、ね、このままじゃちょっと本当に、しかもよりによって配信だけでこれ起きちゃったから、まあちょっと。そうですね、今ヘッドジャッジが来て、さっきのその隠し札を2回使ったことに対しての、まあ、相手どうするかなっていうところですかね。パソコン持ってるやつもいるね、本当に。記録してるのかな、パソコンで。なんか増えてる、5人ぐらい来てるね。逆に言うと、これだけいても、やっぱりそういった、まあ、こういったプレイミスは起きた後の処理も結構時間かかっちゃうから、一個一個のプレイ丁寧にやんないと、あれかな、やっぱちょっと、勝ち負け以外のところで時間かかっちゃって、結局、まあ、勝ちきれないみたいなこともありそうだよね。あ、ペナルティ累積するんだ。
あ、確かにそうだったね。累積するからあんまりちょっと繰り返すとまずそうっすね。まあまあそうだよ。お互いが、ただまあお互いが納得というよりはジャッジが判断下したらそれにもう従うしかないとは思うんですけど、このジャッジがどういう判断下したかまだちょっと、そのペナルティの判断というか、がまだ出てないっていう感じですかね。なんかいろいろ今、こう、話し合ってはいるみたいだけれども、思いのほかちょっと進まないですね。やっぱこの、直接ね、こう、なんていうんだろう。通訳がいないと、こう、話がこう進められないっていうのも、やっぱこう、時間かかってる原因なんですかね、やっぱ。Multiple things are going to happen. Most importantly, we're finally going to resume watching some Pokemon, the most important part. But two, this will change the course of the game. 2 prizes is very big in a matchup like this. なんか2 prizes って言ってるから、もしかしたら2枚ペナルティの可能性あるかな。1回ペナルティまた厳しいから、あ、そうなんだね。ちょっとこれはペナルティがどうなるのか。まあ、ペナルティも多分サイドだけじゃなくて手札を多分減らす2枚、山札に戻すような最低にも多分入るとは思うんだけども。進みますね。結局始まったけども、サイドペナ2枚。サイドペナ2枚でした、やっぱり。ということで、2枚サイドペナルティなんで、ちょっと厳しい戦いになってきたと。で、月光資源の打ち先はメッソンとパルキアに打ったみたいですね。さあ、で、このターン。月光が前に出してるのはなんかちょっと、クロススイッチャーでも打つのかな。で、マナフィーが来ましたね。そうね、こっからね、ちょっと、頑張って、こう、勝っていきたいところですけど、サイドが4だからね、ここでちょっと、進化前のパルキア狙われると相当厳しい感じがしますね。で、トレーニングコートに張り替えられてるから、V スターパワーでエネカスク、左側もできちゃいそうですよね。で、マナフィーがいないから、相手このターン月光手裏剣狙ってくるのか、それともなんか別の手を打ってくるのか。月光が前に出してくるから、やっぱ月光手裏剣打つつもりなのかな、もしかしたら。月光手裏剣でパルキア V スターとメッソンにダメ感乗せとくのが、まあ強そうではあるけども。そう、マナフィー置いたから月光手裏剣もそんな怖くないですしね。スターポータル前に3に貼りましたね。ただこの前に3に貼った動き自体はどうだろう、強いのかな。後ろのパルキアが育ってないっていうのがちょっと怖いです。キバナまで使っていくのはすごいね。で、これでパルキアブリスターの元気な HP 満タンのパルキアブリスターをとりあえず育っていく。いやー、強いですね。パルキア2体に90、90乗せるも全然強いよね、今の盤面。アタッカーがとりあえず90乗っちゃえば、あとはもう火力がフルに出なくても、パルキア2体乗せました。90、90乗せてと。いや、これは確かに強いね。その盤面がフルに埋まってなくてももう倒せるぞと。そうですね、これ残りサイド4だもんね。で、ここでも月光河が月光手裏剣打つのはあんまりメリットがなくなったので、パルキアを前に出さざるを得ないですかね。ということ使ったからといって、使った後にマーカー乗せて、使った、なんか書いてますね。使ったよっていう、なんかマーキング置いてますね。
working towards that goal with the Moonlight Shuriken. So now with things going back over to Hiroki, you have access to Moonlight Shuriken again, but maybe you need to get your で、ジメロンで、裏工作使っていく。時間はまだ結構25分しっかりあるから、ね、ここから逆転というか、ね、できれば全然勝ち目はあるんだけども。いや、言うとな、マーカー使っちゃうと時間使っちゃうっていうのもあるから、まあ別に絶対使わなきゃいけないってわけじゃないし、別に公式は使うの進めてはないんだけどね。こういうの見ちゃうとちょっと、何らかの間違いない工夫は必要かなと思います。まあ基本的にでも必要じゃないものをこう、あんまりこう、盤面に置いちゃいけないことになってるから、それも難しいけどね。あ、ボス使ってあれかな。マナフィー倒しに行くのかな。こうボスをここであえて使ってるから。Alright, so we have the boss now going to bring up, something that you want to punch down. Now, ね、ボスをここで持ってきたのちょっと気になりますね。I mean, Hiroki would like to keep his energy on the Greninja to just threaten that, but the fact that Manaphy is down now, Hiroki may not play a card like Palpad to put Avery back so that Manaphy can just stay there as long as Kai wants to. ボスをこれ使うってことですもんね。メッソン呼んでくる。あー、なるほど、メッソン。1体だけだけども、とりあえず倒してこれで偶数サイドにしていくと。おー、なんかすごいですね。手裏剣。これあったらボスを左側からするとボスを2回打つっていうのが、まあ、できればもう十分強いかなという感じなんですが、まあ、手裏にもボスの指令がなさそうですかね、これ。今、隠しを使って2ドロー使ってしましたね。で、で、トレーニングコート。トレーニングコート今使ったのかな。メロン。あー、メロン。強い。で、3位ですね。お、クロススイッチャー1枚引いたか。そうですね、もう1枚あれば。なんか手札微妙ですね。普通に悪のうねりで関係5が倒していくと。まだ勝ち目ありそうな。ね、勝ち目ありそうですね、これ。なんか画質が悪々。ちょっと画質悪くなっちゃった。どうぞどうした急になんかモザイク画質だなと思った。あ、クロススイッチャーパルキア V スター前に出してきて、これは勝ち目、だいぶ勝ち目出てきましたね。お、巻き返した。クロススイッチャーで今、パルキア V を呼び出して倒してってことです。サイド目にあったけども、今コンスになった。これで 1-1 か。いや、なんかペナルティでちょっとサイド2枚は結構痛かったけども、巻き返しましたね。すごい。ということで3戦目。残り時間21分ぐらいかな。いや、クロススイッチは強かったですね、今。残り21分。いけるぞ、これ。まだまだこっからいけますね。ということで3戦目。これはでもね、なんか、お互いミラーだしもデッキの中身もほぼほぼバレてる状況だから、本当にプレイング勝負だっていうね。ただ、まあ、負けた側がやっぱり先行ここ選べるんで、先行でパルキア V 出されちゃうと結構しんどいです。多分おそらく左の負けた、そのイギリスの選手が先行取ってくると思うんで、先行でパルキア V が来ないことをお祈りするっていうところですかね。やっぱ先行有利になっちゃうもんね、どうしても。
really good usage of Hiroki on utilizing one prize Pokemon to manipulate the prize mapping, essentially trying to make it a 7 prize game, or in this case, a 5 prize game instead of a 4 prize game. まあ、左側サイドそんなに困るカードはあんま落ちてないですね。メッソンが一番落ちたのがまあ若干痛いかなぐらいな感じだけど、そんなに、まあ、裏コース君も一番落ちたぐらいじゃ、おそらく2枚目入ってそうだし、まあまあって感じ。あ、種ポケモンいなくてマリガン。結構マリガンしてますね。ちょっとあんまり引かせたくないですよね。できるだけマリガンはさしたくないが、あ、まずいまずい。あれやばいな。結構マリガン、ちょっとここに来てだいぶデスカットというか、ポケモンがそっちに来ない。来たか。それはやばいやばい。3回はマリガンしたね、最低。もっとしてるのかもしれないけど。やばい、先行で、だいぶ先行って言うと10枚スタートとかになっちゃいそうな。そんなことある？あ、また来てない。嘘でしょ。やばい、4回、4連続。やばいやばい、4回連続で来てないよ。いや、デスカットだな、本当に。4連続で来ないとか、パルキアあるか、そんなこと。さすがに大丈夫。さすがにね、もう来るよね、人ね。あ、オッケーオッケー。何回やった？やばいな。あ、VIP バス入ったんだ。これはまずいな、でも。何枚引いた？いやー、今のマリガンは相当痛い。相当痛いけどね。しかも相手が先行でしょ？うわー、めちゃくちゃ手札あるな。しかもキャプチャー引いてからこれでパルキアを安定して呼べるという。いやー、ちょっとこれは嫌な展開のやつですね。あれ、キャプチャーで月光を呼びましたね。ライブ手札はたくさんあるけども、異性ヘビオのサイド落ち、それちょっと草ですよね。異性ヘビオが落ちたら何の意味もないからね。ああ、パルキアもいるし。いや、多分まだね、ボール系結構あったはずだから、うわ、展開が完璧すぎる。パルキア2体いるし。うわ、完璧すぎるな。メッソンもいる。もう1体メッソンいたら結構もう止められないですね。そうだね、パルキアばっかり、パルキアがね、やっぱり多いかな。ばっかりってわけじゃなくて、ミュウとか、その他もいるけど、パルキアが全体の3割以上はいそうだね。いやー、強い。先行1体目でこれまずいな。で、後攻ですね。今、回使って、ビッグパス持ってくるのかな、これ展開のために。回使いましたね。バトルはパルキア V がいると。ビッグパスなしでちょっと、あれだけマリガンで引いちゃったんで、だいぶ初手が有利になってますね。月光が、赤い月光が持ってきて、プラスクイックボールよ。いいですね。だいぶいいですね。ただこのターンできればバトル場のパーキア V を逃がしたいので、穴抜けの紐か風船でも入ってなそうでしたね。バトル場のパルキア V をどうやって逃がすかっていうのが一つポイントですね。ここで逃がさないと次のターンパルキア V スターにワンパンされる可能性が非常に高いので、できるだけパルキアを逃がして、メッソンとか壁にしたいところ、メッソンが本当はどの予防を使えれば一番いいんだけども、そこまで動かせるかどうかですね、このターン。高校1ターン目。結構が出てきた。で、各集団2枚引きました。で、パルキア2体目。メッソンがいないか？メッソンがいないか。で、ターン返した。しかも手張りもできなかったですね。スターポートでどうにかなるんだけども、ちょっとしんどい初手ですね。ジメレオン。
まあ、ここ入れ替え、あ、メロン持ってきましたね。そうね、入れ替えて、もう前の、まあ、逃げに貼ってあるから、前のメスを逃がして、後ろのパルキアがこれ V スターになればもう、強いですからね。あー、V スター2台とも進化。マジか。マジか。完璧すぎる。まずいな。今ベンチ5体だからまだ打点足んないですね。これプラス、こだわりベルトがないと打点足んないですか、もしかしたら。これマナフィー呼んできた。で、これで一応、140、今200が、打点200ですね。だからベルトがあれば打点足りるんですけど、ベルトがまだないかな。これをベルトを今から持ってくるのかな。あ、耐えた。200で耐えたか、これもした。This is not a big deal later on. Actually, if Kai wants to, the math is there. Kai can play the level ball, but I think there may have actually been an announcement accidentally, which would mean there's no other cards able to be played. Oh boy. Oh man. But I mean, sometimes you get really excited and you know, you think the math is there and you're trying to calculate. でもなんかちょっと、まず一応悪の200でしたね。200だからそうだね、手裏剣で確かに取れるっていうラインになってますね。メロン。お、レアキャンディー持ってるけども、だからメッソンいないんですよね。メッソンいないのが結構痛手っぽいですね。キャプチャーエネルギーステージは2ドロー隠しで使いましたね。メッソン1体来ました。で、パルキア V スター。進化していく。残りが13分か、ギリギリだな。そうですね、ここアクノンリー普通に打てますね。頑張れば、ここから展開できるかな。展開できれば、あ、いけるかこれ。290ワンチャン届くんだよね、これ。2枚引いていく。これさすがに揃わなかったですね。いくつだ ?220?あ、200か。8だ、ごめん、200ですね。あ、違う、220だよね。220ダメージ。ここ相手どう動いてくるかですね。クロススイッチャー、クロススイッチャー。強いな。進化前のパルキはここで倒されるの結構しんどいな。裏コースがうまいですね。ここ220出るから進化前のパルキアを狩る絶好のチャンスということで。まあ、回収ネットと、あれかなプラス、なんかエネルギー関連のカード持ってくるんですかね。ダブルバケツ持ってきましたね。で、水エネ2つと、今、回収ネットも使ったんですね。で、また裏工作。万全ですね。ダメージを受けてない元気なパルキアを出して、まあ、スターポータルまだ使ってないから、このターンスターポータルを使ってくる感じですかね。これ、進化の子持ってきましたね。ここでジメレオンまで持ってくるかどうかだけど、1枚手張りして、トラッシュに再エネ落ちてるかな。これスターポータル使ってきそうな。そうですね、これでスターポータルですかね。1枚。あ、月光が月光に1枚だけ貼りましたね。雪道になって止めると。いや、ここで雪道反応も結構えぐいな。で、220ダメージ。で、あと手負いのパルキア V スターになっちゃうんで。このターン、ちょっと雪道で若干月光がの隠しが止まっちゃってるのも、
ちょっと辛そうですよね。Hiroki is playing an interesting card that a lot of players over in Japan have been playing. The rare candy allows you to skip a 今、不 stage 思議な目右側持ってるから、不思議な目使ってインテレオン出してみたいなことをやって、あ、出ましたね。不思議な目使って裏工作。これ2枚。サーチして、何サーチするんだろう。そうですね、特に左側の選手がマナフィーを置いてるから、月光河があんまりアタッカーとして活躍できなさそうなんで、悩ましいですね、これ。あ、セイボリー来た。セイボリー強いんだよな。ここでのセイボリー結構えぐいんだよな。火力も下がるし、ここセイボリー、いやー、これ悩ましいですね。マナフィー切りたくないけど、でもマナフィー切るだろうな、さすがに。この手負いのパルキアを切るのも手かもしれないけども、アタッカーいなくなっちゃうのはちょっと悩ましいよね。あ、パルキア切りましたね。結構思い切ったせいだがアタッカーが途切れる可能性があるから、ちょっとパルキア切るのはなかなかちょっとしんどい選択だけど、セイボリーだいぶ強い一手ですね、ここでのセイボリーは。最後の、なんか、右側の選手からすると、最後のサイド2枚を相手に取らせないっていう意味では、かなり強い選択というか。A good play to say, okay, well, I can deny these 2 prizes to my opponent because it's already damaged. I know this Palkia V-Star is going to go down. And now Hiroki is saying, これアクネリエ220ですか？ this gambit to make my opponent get rid of their next attacker, and I now have the pieces together to take down their main attacker. いやでもここで220ダメージ出せるのは偉いな。その次の輝く月光が殴ることもできるし、まだスターポータル使ってないですもんね。さあ左側の選手はここでアタッカーを作らなきゃいけないっていうのがちょっとネックですね。ここでパルキア V を出しておかなきゃいけないけど、もうすでにパルキア V と V スターで22トラッシュに1枚落ちてるし、もう残り1枚入ってるかどうかなんですけど、あ、大きな守り入ってんだ。切りましたね、大きな守り。あ、でもビップパス切りましたね。パルキアいた。お守りは切らなかったですね。あ、でもベンチすぐまた展開していく。お守り張る。あ、お守り張るの強いな。そこにお守り張るの強いな。スクープアップ使っていった。で、会心使って。このまま進化できないですよね。ああ進化前のパルキアをボスで買っていくのえぐいな。これアクヌイは220とか260出てるんで、もう倒せると。あー、これはちょっと怪しいですね。パルキア V スターの3枚目が左側の選手からすると、デッキ残ってるかどうか一つポイントなのと、このターンで辻が飛んできた後に盤面をちゃんと巻き返せるかっていうところだけども、さあ辻が飛んでくるのかどうか。残り間6分だから時間はなんかできそうなんだよな、ギリギリ。ただこのままパルキア V スターが殴るとちょっと返して倒されそうなんで、せめて雪道ははたるか数字だけでも打てるとだいぶ違うかなっていう場面ですかね。あ、マリーか。数字じゃなくてマリーか。マリーだからちょっと完全に止まるかというと微妙だけども。で、ここで4枚。これパルキア V スターと水エネルギー果たして引けてるかどうかですね。
The Manaphy I know no, came the down. Manaphy came down. So the Sobble is available. So the Sobble can be evolved and grab the training cords. We'll have to see this point. Have we seen the proper amount of cards drawn? We've seen that issue all これ throughout どうなるんだ、ここから。 So maybe there was an extra card drawn potentially. We'll take a look at the hand 前のパルキア、まあ相手一応残りサイド2だから、前のパルキア本当に逃がして元気なパルキア V スターで殴れれば一番いいんだけど、スターポータル、力道で使えないのか。本当は前のパルキア逃がして、ね、元気な後ろの HP280 の満タンのパルキアを前に出したいけども、逃がせないような、そんな感じ。このまま殴るとさすがにちょっとリスキーですよね。でも雪道が剥がせないのかな、これ。Sometimes with Marnie as well, they just want you to randomize your hand a little bit more before it goes onto the bottom. And we've had some calls like that previously in the past, but さあ残り4分、4分半か。This is just giving the players once again another opportunity to think about their next handful of plays. How am I going to navigate this? And with this huge, again, liability, right? This Palkia V-Star has to carry the これで game. ジメルを進化したんで、スタジアム張り替え、トレインコード張り替えたので、スターポータル使える。これパルキア V 逃がすな、これ。バトルのパルキア V スター逃がして、攻めていきそうな。トレインコードで回収して、今、各種で1回使いますね。で、2枚ドローしていく。あ、逃がしたね、これ。逃がして月光河の方使います。あ、じゃあインテレオンだ。インテレオン使ってスターポータル。あー、でもインテレオンでサイド取っていくの強いですね。もうで倒していく。で、あと20ダメージはマーフィーがいるから一応通らないのか。さあ、このターンどうするかだけども。いや、これ悩ましいですね。どうすか。ああ、進化の効があるけども。パルキア V スター持ってますね。パルキア V スター持ってるけど、このターンでベンチのポケモン借り切れるかというと。ボスの尻は残ってるのかな。ボスの尻はデッキには残って、イラコースがいますね。ボスがあるかどうか。おーっと、どうするか。イラコース使う。ボスの尻残ってないのかな、もしかしたら。残ってりゃ勝ちですよね、きっと。貝持ってきたということは、どうだ。あ、貝で、なるほど。貝で、これクロススイッチャー狙ってるのか。貝で、不思議な目とインテレオン使って今、これクロススイッチャー。あ、決まったっぽいな。クロススイッチャー使って、後ろのパルキア V スター呼んで、で、V スター進化して手割り。チョイスバンド。チョイスバンドいらんやろ、もう。ということで、左で勝ちましたね、最後。すごい、最後、いや、ボスがなかったから、クロススイッチャーを持ってくるとに、貝で不思議な飴とインテレオンで進化して、クロススイッチャー持ってきてっていう動き、綺麗でしたね。いやー、なんか惜しかったけどな、なんかちょっと、巻き返せそうな感じもあったんだけど、最後綺麗にマリーの後の4枚で、必要杯ギリギリ揃ってたって感じですね。いやー、なんかいろんなトラブルもあってちょっと長かったけども、やっぱ強いね。結構パルキアのミラーってやっぱり、アタッカーが複数いるから難しいですね。インテレオンも、月光河もパルキア V スターもみんなアタッカーとして結構誰も殴れるからさ、本当にミラーって難しいと思うんですけど、強かったっすね。なんかクロススイッチャーの使いどころがすごく、本当にここぞという時にちゃんとお互い使えたなっていう感じで。いや、なんかパルキアゲームになっちゃってるな。
パルキアに対抗できるさ、ポケモンが今回あんまりいないんですよね、その今のカードプールだと。雷ポケモンもそんな強いポケモンいないから、Day2 にどれだけパルキアが残るかっていうのはすごい気になりますね、これ。第4戦がこれで終わりなので、次は第5戦かな。まあ、次ぐらいで終わりにするか、さすがにちょっとずっと起きてらんないしね。予定としては、次はシゾロ5回戦か。ちょっと今で結構だいぶ時間が押しちゃったから、予定通りの時間で始まるかどうかわかんないですけど。あ、なんかもうラウンド5のなんか出てるな。あれか、あ、まだラウンド4ですね。pretty much 2 years ago at this point. There was a time, believe it or not, where Inteleon was played with no scoop up net. You just evolved fully and you were fine with that. And there were times, and up until now, where Inteleon played with rare candy because, oh, well, I want to evolve into Drizzile, right? I want to grab an extra way up to evolving. And that is all things that these players are adapting to, and they're getting ready to. We're going to have more action coming up after that long round 4. Round 5's coming up. Don't go anywhere. We'll be back with the Pokemon World Championships. あ、こんな感じかなI'm Ross Gilbert, and I think it's time to talk about a deck which has earned a place amongst the very best Pokemon TCG right now. 日本、あ、でも結構、ここね、これ引き分けなんかなあ、これじゃ第4戦の結果見るとさ、日本人選手も割と勝ってはいそうだけども、ここ負けちゃってますね。急にウーラオスの話が、なんか、本編の方で始まってるけど。ここで勝ってますね。今、ラウンド4まで出てる。次はラウンド5だけど、まだちょっと。あ、ラウンド5、今出ましたね。あ、じゃあこれジュニアだ。マスターはラウンド5。4-0が今、全勝が、ここまでですね。全勝が、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,19人か。全勝19人中、日本人選手の全勝が今1人、2人、3人。3人いますね。あ、3人か。あ、4人かな。ここ日本人同士だね。4勝同士で。あと2回勝てば Day2 いけるのかな。いやー、これはでもちょっと、結構でも上位にいますね。日本人同士はちょっと悲しいけども、ね、できればね、ちょっと、ね、海外兄貴と戦ってほしかったけど、3勝は割といるのかな。これマスターだよね。マスターだね。3勝は結構人数まだいますね、やっぱり。ということで、ちょっともう本編見ますか。This gives you access to the quick shooting ability, allowing you to put 2 damage counters on one of your opponent's Pokemon during your turn. Perfect for pairing with G-Max Rapid Flow to KO bench Pokemon. Using this shady dealings engine allows you to cherry どういうことこれポケカロに始まっちゃった。はいはい。ウーラオスの説明が入ってると。いやーでもこれ第5戦もな、なんか今の見てるとやっぱり結構予定通り進んでないっぽいですね。1時間近く遅くなっちゃってるから、もみ使って全開して。まあね。さっきの結構時間かかっちゃったもんね、さっきの試合。But because Gale Frost is a single energy attack, and G-Max Rapid Flow already makes you discard all of your energy. ウーラオス全然見ないけどね、最近。まあ、ミュウがある程度許せっていうのもあるけど、ね、火花使っていく。何これ。あ、火花使って、これ急に、ですか。急に進化して、巨大電撃打ちますよというところ今、あれやってんのかなあ、セイボリなんでセイボリ使ったんだでも。あ、ベンチのポケモンを減らしてさらに倒しに行くと。まあ、セイボリちょっと今あんまり強いカードですけど、ウーラオスあんまりいないからな。なんかポケカオンラインで説明されても分かりにくいね、逆にね。
カードスポットライトシリーズって書いてあるけど、ちょっと VMAX こいつ使われてないからな。あんまりって感じですよね。ということで次が5回戦ですね。まったりと見ていきます。5回戦まででも寝るかな。さすがにちょっと。明日も平日だしね。次がラウンド5。なんか別にテーブル1番のタクが取り上げられるってわけでもなくて、完全にランダムなんですかね。今の見てると。さっきはテーブル12のところが。今度は寝かさないよ。ちょっとあんまり遅くない。一般通過兄貴。一般通過兄貴。普通にミュウツーだけだと思ったら一般通過プレイヤーいますね。新カードなんかそういえば見た？なんか新カードというか公式のカプテティフが出るみたいな。カプテティフはともかくなんかもう一個のカードめっちゃ強そうでしたけどね。なんだっけ？お香みたいなやつ。新しく出たお香進化のお香のなんかパクリみたいな強くないですかあれ。名前なんだっけ？なんかもう名前がちょっとなんちゃらボールじゃないからさ忘れちゃったんだけど。ワンダータッチを抜かれたカプテテフ結構強かったですよね。あれ強くないですか？クイックボールと違ってコストもいらないしさ。ねえ。全然ポケビーチで見れるな。コインで外れがないのは珍しい。キャプチャーアロマか。これちょっと見ますかね。ちょっと待って、これ見れるかな？見れないわ。ちょっと待って。結構強そうなカードでしたね、あれ。これで見れるのか？タプレで。これですね。エネバースト。なんかガス悪いですね。20×、これあれじゃん。弱点はつけるけど、弱点つけるエナジードライブみたいな感じか。カプテティフ GX をなんかこう、思い出すような。下技スパイラルドレインはちょっと使わないですね。でもこれレアワークか。そんな強くはないけど、って感じか。カプが来ましたね。来ましたね。キャプチャーアロマ。コスト0で持ってこれるのは強いし、結構スペックいいっすよね。汎用カードになりそうな感じ。表なら進化ポケモン、裏なら種ポケモンってことなんで、大体のデッキに全然入れていけるかなと。やっぱクイックボールと違って、初手で確実に種が持ってこれるわけじゃないよっていうのはちょっと痛いんですけど、でも、なんていうか、公式も D 歴が落ちた後のクイックボールの代わりとなるグッズが今、正直負荷装置じゃさすがになっていうところだったんですけど、キャプチャーアロマ、負荷装置入れるぐらいだったらキャプチャーアロマ入れるでしょ。だって、裏が出たらタノクも、やっぱ2分の1でタノクも持ってこれるしさ。ね。そうだね。プラスあと今使えるカードがある程度限られてて、サーチカードもハイパーボールがあったりとか、そうか、進化の子もないのきついね。あとは超タイプだったら、霧の結晶だっけ持ってきたりとかできるんで、いろいろタイプごとに使えるカードが多かったりするんですけど、ちょっと使いにくいですよね。あとバトルビープパスの価値がちょっと上がりそうかなっていう気はしてます。ということで、そろそろ本編が始まるみたいなんで。欲しいの確定じゃないのは大事なシーンで使えんからな。そうなんだよ。そこなんですよね。やっぱコイン判定っていうのが結構個人的には、採用が難しいところであるけど、ただ使わざるを得ない環境になるのかな、次のレギュレーションが始まった直後っていうのは、このキャプチャーアロマでちょっとしのぐしかないのかなって気がしますけどね。はいはい。じゃあラウンド5まで見たら寝ます。ちょっとお茶でも飲んでよ。Listen, I'm a fan for big, spicy decks. I'm a fan for some unknown picks. We haven't really seen one take down a tournament all that much. I think the thing that really surprised us the most were there were a few regionals that got taken down in the Brilliant Stars format by some surprise decks. The main one really being Gengar or VMAX paired with Arceus. That was a great way to start the season off. And we're going to be having our round 5 coming up. So for those just joining it, have to continue to reiterate the point that this is day 1 competition. These players are attempting to move themselves into essentially the main event where the real tournament starts, where these players are going to be playing up against the players who have automatically qualified from their respective regions based off of championship points or placings, whatever those systems may be. And they have to get themselves essentially to an X2 record. So there's 8 rounds today. You've got to go 6-2. Or in some very rare instances, you've got to get yourself to 5-0-3.
but tying is not really great, not something that you want to do. Yeah, so speaking of, moving into day 2, we do have another update of standings. Since we had that small delay in the last set, we can take a look at how everybody else did. Yeah, some interesting names up here. あ、Same stuff that we were looking これが今ト for. ップ、Ming Wang actually ベスト played a really 16ですね。 interesting deck to, 40か、結構いるな、40。 Wisconsin, やっ played ぱ。 that fluffy box さっ deck that き we were able 何 to 言ってた feature か on stream. Playing a lot まあ of 日本人、この画面だけ見ても here. 3人はいるんで、 A lot まあ of まあ these まあ players 結構 we've 勝 seen ち上がっ in てるなという respective 感じですね。 regionals. No one here that outside of me like world-class top player, but that's because most of these players are 6 already 回、 in とりあえず day 6-0 すれ two. ば Players, maybe it's their first season デイ2いけるような感じだったと思うんで、あと残り4戦中2回勝てればいいって考えると、結構この辺りの人たちほぼほぼデイ2いけるんじゃないかなっていう感じですかね。これ何で順位決まってんだろう。オポネントのスコアとかあるんでしたっけ。たまたまこの順番ってだけ、ほぼ同率で実際は。Yeah, just even being here at this caliber of competition, you already know that there are no easy targets. まあパルキア確かに多いかな。そのパルキア以外が何がいるかっていうのはあんまり全体の環境見えてはないんだけども、やっぱり単純に人気なのはパルキアだけども、やっぱメタルデッキっていうのはどうしてもこういう大会では出てくるんで、まあ今だってもパルキアをメタっていうのと正直ミュウツー V ユニオンとかあと石エンジンとかもね、正直強いは強いんですけど、まあ、こういう大型大会に持ち込むデッキとはちょっと違うなっていう感じなんで、まあ微妙ですよね。なんか短期とかベンチを広げないとかデッキっていうのは結構パルキア苦手ですよね。そうですね、ここ一回勝っちゃえば ID が通れば、多分ね、まあ、お互い全く同じ同士だったらID でいいんですけど、まあおおむね大丈夫なんですけど、なんかね WCS だとここ ID で大丈夫だよみたいなやつは計算しにくい時があるんですけど、今回は割と計算しやすい。18点って決まってるから計算しやすいからいいですよね。確かに勝っちゃえば、まあ、ID が確実に通るかどうかは分かんないですけど、お互い了承すれば ID できるんで、変になんか一緒ポイントが足りない、同じポイントじゃないところとたまたま1ポイント少ない人と当たっちゃうみたいなことがなければ、まあ3連続 ID でも確かにいけます。ID はあるよね、さすがに今回も。その ID で最低ね、3連続 ID。で、まあ通るっていうのは確かにあるな。まあただ、勝ちたければ、まあ普通に試合してもいいわけだから、例えば ID2 回やって最後の相手がなぜか、普通に試合しましょうとか言われたら悲しいから、まあどこで ID するか難しいっすよね。1回 ID したら勝ち上がれだったらするけどさ、3連続 ID が必要ってなると、悩みますよね。たまたま3人がね、こうみんな ID で、してくれりゃいいけど。ということで、じゃあ次が、5戦目だけど、もうすぐですかね。Yeah, I mean, Arceus, it was a nice breath of fresh air when it first hit the metagame. It opened up so many different Pokemon to be able to see play as different. レッズは全く関係なかった気がする。仕切り直しみたいな感じなかったっけ。そうしないと Day2 から参加の人もいるから、なんかね、Day2 から参加の人にとっては、オポネントゼロというか、もう全くシード権持ってる人がちょっと不利になっちゃう気がするから、多分オポネント関係ない気がしますね。どうなんですかね、実際は。For me personally, it never seems to get old. There's always some new spin on Arceus that I'm always excited to cast. 環境にマジで本当その3強の以外のカードがないっていうのはちょっと、悲しいから他のカード出てほしいけどもでも無限ダイナとかね、ダークライとか悪タイプがね強そうな割には全然こう出てこないですよね。別にさ悪タイプ別にミュウには勝てるし、まあ、パルキアとアルセウスに対してどこまで戦えるかっていうのが多分見どころさんなんですけど、悪タイプ意外と勝てそうで勝てないですよね。大金鬼くんとかさ大金鬼もダークライ V スターもディアルがいると思ったんだけどね。ディアルが強いんですよ。ただ正直この結構ディアルガに関しては何回も話してるんですけど、
上振れ下振れが大きいデッキなんで、これ8戦連続でやったりとか、そういう大会だとなかなかちょっと握る勇気がないのかなって感じですかね。だいぶいろんな敵に勝てる要素はもちろんあるんだけども、やっぱり下振れ、上振れ下振れ、上振れじゃ勝てるんだけども、毎試合上振れできるかというところが結構ネックで握りな人が多いんですかね。じゃあ、第5戦目、じゃあ今日ここまで見ていきます。おお、なんか面白いデッキですね。いわゆるアルセウス、まあアルセウス、インテルオンアルセウスというか、アルセインテ VS ガラルサンド入ってんだ。えぐいね。まあアルセウス同士でどうしてもこのミラーになりがちだったりすると、そのアルセウスをこうチェレンで回復されちゃってっていう、まあ、ことになりがちなんですけど、それを止めるガラルサンダー入ってると。おそらく多分ガラルサンダー入ってるってことはタフネスマントもしかしたら入ってるかもしれないですけど、結局ガラルサンダー強いのはその、まあ、弱点つけてワンパンできるからっていうのはあるんですけど、結局開始で倒されるとあんまりサイド的にはメリットがないんで、まあ、耐久上げとかないといけないっていうのはネックですかね。まあ、そのためのなんかタフネスマントが入ってるかどうかっていうのがちょっと見ものですね。まあ、エネルギーサーチ、このカードの回が使えるのかすげえな。めちゃくちゃ古いエネルギー戦争じゃん。メッソも結構落ちたな、今。パッと見。ガラルサンダーが活躍するかどうかが結構一つポイントっぽいな、これ。サンダー側色いタイプ。メッソン、ニオチはね、まあきついよ。いや、結構きついな、ニオチは。両方 RSV スタートですね。イタリアとアメリカの戦いって感じか。スーパーレアのアルセウスですね。結構海外さ、割とシャッフル雑に結構やったりするから、何いらっしゃい。割とダブレアを使う人が多いんですけど、スーパーレアなんか今日なんか初めて見たかも。次はパルキアもさすがにスペシャルアートに持ってる人いなかったじゃんね。結構、この人すごいな。お高いカードガンガン使ってますね。まあ、アルセウスにダブルターボ貼って、今クイックボールで返しのと切って、まあ、何か持ってくるけど、メッソンに落ちてたの右側でしたっけね。で、右側の人はガラルサンダーも入ってんだね。で、まだデッキの中にバレてないから、とりあえずまだガラルサンダーを見せたくないはずなんですよね。もうバレてるんじゃしゃあないんですけど。バレてんのかな、これ。で、ガラルサンダーが入ってるんで、まあ、そこをどううまく使っていくかですね。メッソン1体だけ出して終了と。いろんなの入ってるからね。やりユータン。采配のやる、サルジですね。メッソン出していく。まあでも安定してますね。アルセウス2体目も出せてるし、エネルギーも張ってると。まあ、どうしても先行有利になりがちなゲームなんで、ここですね。まあここ、アルセウスがダブルターボ張ってるし、まあさすがに210までは火力出ても、220までは火力出ないだろうから、アルセウス、まあ一旦耐えそうではありますね。このマリーがどう刺さるか結構見ものですけど。まあでもレベルボールも引けてるっぽいから右側も止まりやしな。おお、アルセウスタ素引きしてた。で、さらに地面をも素引きしてる。強い。強いな。強いな。サルジーヤルユータンって全然見かけなくなったけど。本当結構見ますよ。まあ、一回減ったんですけど、最近キレム VMAX と結構組んでるんで、日本だとまあまあ見ます。キレムデッキだと最低2枚は入れておきたいカードなんで、またちょっと、脚光を浴びてるってところですかね。確かに他のデッキだとあんまり採用が減ったかな。レベルボール使っていきますね。メッソンが出てきた。でもメッソンにこれ2体目でもういないんですよね。サイド2枚ウォッチというね。UR やっぱ見やすいな。視認性いいですね。見やすい。
you know, turns into the future, we've seen these players really, really plan out their sequences. Yeah, I think Aiden あ、鳥使い使っ、鳥使い If the Galarian Zigzagoon is there, Aiden can utilize Starbirth to find the boss's orders and choice belt, and then from there put himself in a spot. あ、でもクイックコールで鳥使いしてたのかな。で、ガラルサンダー、ガラルサンダー持ってきましたね。なかなかえぐい。まあ、これは確かにエネカスクできるんで。で、今、博士使いましたね。そうだね。そう、不当とね、相性良かったから、ね、非常に良かったんですけど、最近は不当が使われないですもんね、確かに。うん、ダブルターボ引いたけども、出演ヘビを。ダブルターボ前に2枚貼っても悪くはないですけど、あ、雷も入ってんだ。雷何入ってんだろう。そうか、サイドに雷。あ、おお強い。ちょっと待って、それはもう強いですね。基本エネと、あ、強いな。あ、ジグザグマ強いな。これ220届くじゃん。強いですね。だからメッソ2落ちしてるのはしょうがないとして、でもここで再度2枚引ければさ、メッソ1体は回収できそうですもんね。いや、えぐいな。ここが、ベスタパワーで、まあ、ベルトと、あとエネルギーなかったらエネルギーですかね。炎エネルギーとベルトかな。ベルトっすね。強っ。炎も入ってんの？炎も入ってんだ。めちゃくちゃ強いな、動きが。しかも相手さ、次のターンも殴れないですからね、ほとんど。1点乗ってからの210。強っ。強いね。これ強いね。ああ、輝くリザなのか。そうかそうか、輝リザ入ってんだ。確かにね、月光が入れるデッキじゃないから、輝くの枠がそこに避けるのは偉いですね。これきついね。これアルセウス側はこのターンメロンでも使わない限り加速できないから、メロン持ってるんだったら話は別だけど、結構しんどいですね。ジメレオン。メロンいますかね。あ、メロンいたいた。メロン持ってきますね、これは。メロンあれば全然展開できるし、まあワンパンはできないですけど。いや、でもガラルサンダーが育ってるのも偉いな。相手はこのターンメロン使わなきゃいけないから、いや、本当だよね。これ相手メロン使わざるを得ないんだけど、メロン使うとボスがもちろん使えなくなっちゃうんで、ガラルサンダー処理できないと。で、相手はまあ、アルセスはワンパンされないから、まあベンチに逃がすなりして、ガラスサンダーでアルセスをワンパンしていくだけでももう、サイドを先行できますね。レジはまだ見てないかな、今日。いやー、これきついっすね。まあでも一応トリニティノーバで加速できるから、まあ全然、技打つべきなんですけど。ガラルサンダーが結構いい圧力になってますね、これ。悪も入ってんのかな。あそこちょっとガス悪くなっちゃった。あなた。ジグザグマの銃強かったですね。10ダメージが。そうですね、ノコッチは多分入ってないのかもしれないね。多分置こうと思えば置けるような手だったと思うんですけど。入ってんのかな。まあ、糖が最近少ないのを見て、ノコッチ入れてない人もいたりするんで。まあ、アルセス相手は2体育ってはいると。まあ、このターン、まあできればもう早めに処理したいから、ガルサンダーでも殴っていくのもありっすよね。ガルファイア入ってんだ。なるほど。ここチェレン使うんすかね。どうだろう。このチェレンの。ああ、やっぱタフェネスマウント入ってんだ。強っ。ここガラルサンダーが2回連続で殴ったら勝ちですからね。強いな。コメロ。ああ、タフェネスマウントのガラルサンダー強いんだよな。これ2回連続で殴ったら勝ちだからな。ああ、ダブルターボ張って逃がしましたね。うわー、このサンダーえぐいわ。これ340ダメージ。えぐいっすね。ね、すごいね。でも最悪サイドが取ってきたらもう最後輝くリザードンという手もあるんで、やりたい放題ですね、結構。うわー、強だ。で、ガールサンダー意外とさ、今回サイネさんと腫れてるからいいんですけど、トー1枚とダブルターボつけたりしても、案外打点届くんですよね。150人素点減るけど、弱点つければ300出るから、
強いですね。雷は、ライコー入ってるかもね。まあ、2エレ起動だし、多分一番お手軽に使えるのはライコーっすよね。まあ、たまにグッズドックでクワガノ入れてる人もいるかもしれないけど、まあ、バレットだったら、ライコーで、まあ、パルキア倒しに行くみたいな感じで動かすんですかね。これのデッキ強いな。強いな。タフネスマントがめちゃくちゃいい働きしてるよ。で、これアルセス側これスクラッパーないとちょっと負けレベルですよ、本当に。まあ、もしくはノコッチがいればどうにかなるかなって感じだけど。まあ、一応雪道を張って要件を増やそうという動きはしてきそうだけども。ああ、ツツジ打つんですね、きっと。ツツジと雪道で、まあ、動きを止めてっていう感じですかね、これ。boss's orders on something that's very hard to retreat to try to buy a few turns and you know the まあでもな全然違うねこれ。雪道ツジ使うから、ただこれさエネルギー1枚引かれたら負けなんですよこれ。これエネルギー1枚引かれたらもうアルセスが負けなので結構しんどい気がするけどな。スクラッパーないですもんねきっと。入ってれば今持ってきてるはずだから。それともツジで引く読みだったんですかね。スクラッパー入ってないとこのサンダーを2ターンかけて処理しなきゃいけないのマジしんどいよね。いやえぐいな。ああこれはこれ1エネ引いたら勝ちですか。ノコッチもいなさそうですね。エネルギー引けるかどうか。あレベルボールか。レベルボールエネルギー転送を持ってたと思うんでレベルボールからジメレオンを触ってジメレオンからエネルギー転送からのエネタッチでいけますね。ジメレオン持ってきた。で今エネルギー転送トップに持ってきてるから。あトレインコート偉いそっちの手もあるんだ。はい、決まりましたね。今、トレイニーコートがありましたね。なるほど。トレイニーコート、多色のデッキは特に刺さるというか便利ですね、本当に。いや、ガラルスサンダーにちょっと完全にもうやられましたって感じだね。でこのガラルスサンダー見た相手が次のゲームどう動いてくるかっていうと、あとサイド落ちがね、あった時にどうなるかですね。そうだね。ジグザグマのね、ソテラーの10点が強かったのと、まあ、あとはその、ちゃんとタフネスマントをつけたサンダーを準備できたっていうのも偉いっすよね。まあ多分ノコッチ入ってなさそうでしたね、これ見ると。結構その裏工作アルセスのデッキは、まあノコッチ入れる人やっぱ多いには多いとは思うんだけども、なんか入ってなさそうでしたかね。別に今サイド落ちでもなかったからさ。いや、いいバレットデッキですね、これ。そうだね、スクラッパーがおそらく入ってなさそうだったんで、サンダーの処理が相当しんどそう。サイドに翡翠ヘビオとガラルサンダーがセットで落ちるみたいなことがあれば全然話は変わってくるんだけど、どうですかね。まあ、あと先行有利なんで、今回負けた側が先行をおそらく取ってくると思うから、それでも結構変わりそうだよね。翡翠ヘビオ便利だったね、本当に。あれでジグザグマを回収したの偉いですね。まあ、ファイヤーはまあいらないです。まあ、インテレオンか。はいはい。あ、ライコー落ちてるね。まあ関係ないからいいか。ベストアダルトデーティングサイト。あ、ちょっと見てみるかじゃあ。これなんかコメント固定してあげますかじゃあ。さっきもこれ来たけど、ごめんちょっとスパムのブロックの仕方よくわかんないから放置しちゃってたんだよね。じゃあ見に行きますか。じゃあこれ、よしじゃあ。メッソンスタートですね、高校で。先行アルセス側はエネルギー張れるかどうかですね。There's no surprise to anybody that's played in so many different decks. And sometimes in the Arceus V mirrors, even if you have a slow とりあえず固定しといてよ、固定。あ、そうなんだ。メッソン出してきましたね。これはエネルギー張れるかどうかですね。あ、エネルギー張れないか。ノーアタッチメント、ノーエナジーですね。ちょっと
厳しいかな。まあメロンとか使えば全然いけるはいけるんだけども、ちょっとしんどそうですね。こっちはアルセウスにエネルギーも張ってる。偉い。V スターも握ってる。なんて強い手札なんだ。強いですね。ただまあ、ちょっとジミレオンとか次のターン4展開してきそうな感じはあるんですけど、手札、でも強いな。しかも、タウネスマントも持ってるから、次のターン、まあ、ガラスサンド呼びたいとこですかね、きっと。Even just having the, the Arceus V with the attachment already puts you so far ahead, but already fishing out the Melanie with the Drizzile has more ball cards, as you said, trying to get this strong foundation set up, but we still need an attacking threat. エネルギーがないんだ。そうだね。これしかも、そうだね。このターンはさすがにちょっともう、まだ殴れないですね、これ。ここで、まあ、スターバース使うけども、メロン使うわけではないから、メロン使えそうだな。エネルギー切ってメロン、無理やり起動してきますね。メロンと、The quick ball to get rid of the water energy. Quick ball finding Arceus V, and now Melanie going to be employed to put that water energy back into play and try to keep this going. We did see the double turbo in the hand, so hopefully it can come together. でもこれアルセウスさして、そうだね、アルセウス強いですね。これメロン偉いですね。で、3枚ドローした上にしかも、あ、いい感じ。あ、でも水エネばっかだな。で、レベルボールと。まあ、メストもう一体呼びたいですとこですよね。で、ダブルターボつけて、まあ、とりあえず前のメストの処理。でもこのね、雪道で結構変わりそうだね。雪道使われたことでちょっとスターバース打てないんで、ただまあ、地味レオンに触れる手札だったと思うから、わかんないですね、まだ。これなんかトラッシュに行ってるメッソンとベンチのメッソンが紛らわしいね、これ。パッと見ベンチにメッソン2体いるように見えますけど、今ベンチ1体ですよね、これね。アルセウスに進化できるけども、そうですね。これレベボ使ってちょっと、スタジアムまず壊してからスターバース打たなきゃいけないですね。でもボス握ってるから、これボス使って後ろの進化してないアルセウス V を倒すのが一番強そうなんですが、ただ打点がそこまでさすがに届かないかな。ジグザグマはコミンまではさすがに届かないか。雪道がね、ちょっと地味に強いですけど。裏工作で何を持ってくるかがすごく悩みどころで、スタジアム壊してきましたね。これでスターバースが打てると。まあでもこっちさ、あれだね、トリニティ・ドバーとさ、ガラサンダー育てるだけどだいぶ強い動きですもんね、これ。で、スターバース使う。強い動きだよね、普通に。ガラサンダー今、とりあえず1枚選ぼうとしてますね。クイックボールと、キバナ？なるほど。キバナ選んだっぽいですね。もう一回雪道張られた後でも、なんかガラスサンダー起動できるようにって感じですかね。ダブルターボじゃ手札にも持ってるのかな？So many different options being eyeballed for the Starbirth. As you said, Ethan, there's just so many different lines that you have to analyze here, especially in the game number 2, 33 minutes left on the clock. If this goes to a game 3, itエネルギー転送を使って、Yeah, we are going to see the energy surge get played. It's going to grab the fighting and it will get pitched away with that quick ball. There's no energy in the discard pile right now, so we are going to see Raihan come out. なるほど。なるほど。なんかちょっと面白いことをやってきそうな感じですかね、これ。アルセウスでトリニティ・ノバー打たずにもう、このターンからガラルサンダーを起動しようとしてるってことか、これもしや。前のアルセウス V スターを倒すためにキバナ使って2エナ加速して殴っていくってことかな
Listen, Zapdos is going to be powered up this turn because the Raihan can find the double turbo energy for turn. あ、でも殴らないですね、これ。普通にスターバースですね。スターバースじゃない、20のバースね。なんか前を逃がす手段があれば、ね、ガルサンダーが普通に攻めることもできそうだったけど、まあ普通に200ダメージ。あ、じゃあ180か。ガラルサンダーが後ろに控えてるの結構辛いですよね、これ。で、あと何色のエネルギーつけるかもちょっとなんで。そう、あ、しかも4エネつけた。強いっすね。そうだ、マンとかないとね、ボスでやられちゃうんだけど、相手がスクラッパーがなさそうだっていうのがね、でかいし、まあ、やっぱサンダー立つ2ターンかかりそうっていうのがでかいですね。で、まあ、ボス使うことも結構、まあ、手としてありかもしれないけども、まあ、一旦で倒せないっていうのがね、ちょっとね。強いな。ガラルサンダーが生き生きしてますね、本当に。4エネ張ってればね、雪道関係ないですからね。やっぱアルセウスの強さってこう、チェレンで耐久していくってとこなんですけどね。そうだね。だから多分ここはボスでサンダーに攻めて一発今のうちにダメージ与える動きですよね。で、これ一応、まあ、180。入ったと。そうですね。まあ、これできれば、あれですかね、後ろのアルセウスも進化してないから、うん。まあでも、ここ3台普通に殴ってくるの全然強いですね。あわよくばもう一回サンダー使う手立ても考えてるかもしれないですけど。まあさすがにでも、釣り竿とかまでやってもう一回返しはちょっと間に合わないかな。ボス、強いですね。ダメージ受けてない、こっちのアルセウスを倒しておくとも結構えぐいですね。マナフィーを出すのはインテリオンの技を一応防ぐためですね。なんか地味にエネルギー1円ついちゃってるから、一応マナフィーで防いでいく。モクロも入ってんだ。メッソン狩りのモクロですね。いろいろ入ってんな、すごいな。取り使いとモクロで一応60ダメージを使ってメッソン借りましょうという、ここまで考えてあると。うん、とりあえずこれインテレオンでサンダー処理しに来る感じですかね、これは。チェレンの、まあチェレンで全回復えぐいですね。取り使い見えたからね。これでアルセウス。まあ、あとはでも進化前のアルセウスをどんどん買っていくだけでもだいぶ強そうな動きなんですけども、ボスが引けるかどうかですね。そうだ、これインテロンで殴って、まあ120入るんで、まあここはインテロンで攻めたい盤面ですかね。ただインテロンもその次にアルセウスに倒されるから、そうですね。まあ、チェレンをうまく使って回復を繰り返していけば、左側も全然勝ち目あるような盤面ですね。チェレンですら相当やばいよりなのに、アセロラって何者よねん。アセロラやばかったね。今じゃちょっと、まあアセロラの時代 HP がまだ今ほど VMAX とかみたいな高 HP のポケモンいなかったから許された感ありますけど、さすがにね、ちょっとアセロラ強かったですよ。今エッグだとさ、普通にミュー VMAX とかにもアセロラ使えるからもうやりたい放題ですからね。でもガラルサンダー処理できたのはだいぶ左側からすると大きいですね。さあ、このターン。そうですね。打点が足りるであれば、できれば、後ろのアルセウス V を倒しておきたいとは思うんですが、そこまで動けるかどうか。ジグザグ、これはもう、でも前に置いてきたね。前に置いてきましたね。後ろのアルセウスじゃなくて前に置いてきましたね。そんなポケモン用意した。えぐいね。まあちょっとエネルギーつける対象はいなかったんで、今回は加速はしないけどもという。輝くリザード。えぐいっすね。2エネあれば一応技も打てるんで、雪道だけはちょっと怖いかなってとこですけど。いやー、ベルトあったら280出ますからね。そうね、ちょっとこれ怖いっすよね。
別にね、あと1枚手割りすれば、リザードも普通に動けるので、強いですね。唐突のリザードンでびっくりさせてる。いやー、リザードンね、怖いわ。だから後半には、炎エネルギーは後半まで残したって感じなんですかね、やっぱ。大木の丘なんて入ってんの大木の丘入ってんのなんですごいね。大木の丘入ってんだ珍しいですね。DB の丘。いや、切ってるじゃん。捨ててない。捨ててんじゃん。あ、ミュウツーに強いね。確かに、ミュウツー V ユニオンに対して強いですね。でもこんな、まさかの。The Pokemon TCG offers a lot of dastardly options that you can trick out your deck with to help. で、ミュウツー V ユニオン相手にしてもさ、スタジアムも結局、なんか島星とかで回収されても張り直されちゃうから。まあでも一旦防げるだけでもだいぶでかいのか。大木。いや、面白いですね。大木の丘がまさか入ってるっていうのは思わなかったので。チェレンは結局回復じゃなくて手札に戻すから、別に回復はね、そのチェレンの効果は別に防がれないから、自分は特に被害ないですからね。これ、お守りつけないとちょっとアルセウス、このまま戦うの不安ですよね。大きなお守りをアルセウスにつけたいけれども、果たして晴れるかどうか。これちょっとリザードに止まりますね。180ダメージと。そうですね。ここどうするか。これでもちょっと困ってますね、相手は。雪道来ちゃったんですよね。やれゆうたんの仕事が分かってない。やれゆうたんこのデッキだとあと何してんだろう。確かにこのデッキだと珍しいとかやれゆうたんがどういう感じで活躍してるんですかね。What I do? Yeah, I mean, the question now is, do you just attack and hope that you can find the modifier next turn, or your play is it really just aims at a tough spot now? まださすがに雪道があるからリザードが止まっちゃってるんで、でアルセウスもこれどうするかですね。この辺り、まあ、殴っても結局シェレンが飛んでくると考えると、なんかあんまりこうメリットないですよね。で、この後リザードが仮に次のターン起動したとしても、後ろにアルセウス控えてるから、ちょっと今回左側の方がこのまま勝ち切りそうな感じですね、このままだと。本当は今のターンだボスとか使って、後ろのポケモン1体買っておきたかったと思うんですけど、ボスが使えなかったので、ちょっとしんどいですね、これ。で、またチェレンで回復も入ってきたし、これはちょっと厳しいかな。左側このまま押し切りそうですよね。ここでサルジエ使ってると。The wind really coming out of his sails. Yeah, that's a big time grab though. Finds the Sharon's carry yet again. Heals all the damage off that benched Arceus, or off that damaged Arceus in the active. And now Lucas will take 2 prize cards and pretty much put Aiden on a clock. いやー、チェレンうまいこと使ってますね。What is the top deck? It's Bird Keeper, so that can at least draw some more cards. Okay. Not horrible. Does have access to a single これはちょっとさすがに。ここのサルジエ楽ね。あ、今のサルジエ、今何戻してた？でもサルジエ確かにね、まあ単純に事故ったりする率を減らせるから、まあ便利は便利ですけどね。博士。湖に戻してた。ああ、水に戻してたんだ。なるほど。The Zapdos came through. It did heavy lifting in the first game, but the second game, Lucas was prepared for it. Immediately, brought it up at the bottom. まあ、これはでもリザード別に殴ったとしてもサイド3枚取れるわけじゃないからな。雪道も壊せないし、まあまあ。レベルボール使えばなんかジメレオンから雪道壊せそうではあるが、まあでもリザードの HP160 でしたっけ？耐えられないですよね、さすがに。ということでコンシードですね。で次第3ゲーム。いやーでもすごいね。アルセウス側もやっぱガラサンド出てきたとはいえうまく立ち回って回避してきましたね。ガラサンド早めに倒して処理したことによってだいぶこう勝ちが近づいたって感じ。
さて、ラスト3戦目。これそうだ、やっぱ1戦目とね、その1戦目と先行後攻やっぱり選べるも偉いし。勝率が結構違うからな。そうだね、先行有利だよ、やっぱ。で今回結構、先行 NA 張れなかったけど、メロンでやっぱ取り返して進化が先にできるんで、まあ強いですよね。はい、じゃあ3戦目ですね。やっぱ1戦目みたいにこう、先行で220ラインのアルセウスを倒せるとか、そういう動きができるとだいぶ一気にこう、一点、はい、すごい有利に動けると思うんで、そこ次第ですかね。When you're trading back and forth and you get to heal damage every turn and your opponent doesn't, and you're both attacked with the same Pokemon, it's pretty clear who's going to win. Lucas taking that game pretty convincingly, I think, now understands after that first game. Hey, I couldn't lose those right away. Now in this game, I'm able to do a lot more. And having some mulligans as well, looks like, as prize cards. 何が落ちるかちょっと大事ですけど、まあそんなにキーカードが落ちるってことじゃないですね、多分こっちも。まあ V スターが1体落ちたけども、そこまで痛くはないかなと。さあ、右の兄貴のサイド落ちが気になるところですけど。やっぱガラルサンダーは絶対使いたいから、そこは落ちてほしくないと思うんだけども。まだガラルサンダーが初手に来てもね、あんまり嬉しくないですよね。あ、今メッソン置きました、メッソン。なんか見えちゃった。バトルはメッソンって置いてましたね、今。It's just an extra roadblock, an extra speed bump in the way of Aiden, you know, 大 fulfilling his 丈夫 game か plan. And まあ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 って感じ。it's a card that when you あ、 play この水で使えるんだ、海外。すごいね。この水で海外使えるんですね。日本で使うとアウトなんですけど。さあ、ラストゲーム。先行は取ったんですかね。でもアルセウスがいないか。あ、いるわ。クイックボールがあるか。クイックボールがあるので、アルセウスは呼べるけども、エネルギーが張れないねという感じですか、これ。そうだね。やっぱりエネルギーが張れないのがちょっとネックかなと。やっぱ先行有利は先行有利だとは思うんですが、アルセウスに1円に張れないのがちょっと残念。アルセウスは無事呼べたが、エネルギーがない。まあこれメッソン呼んでくる感じですかね、これ。Yeah, things can definitely get complicated. Is able to get down a few Sobble. Interesting attack options as well. Does play the Rowlet. We haven't really talked about that. Lucas is not playing Manaphy. So if multiple Sobbles come down to play and you need an extra turn off, like これでエネが張れなかったのはちょっと痛いですね、これは。レベボ。右側はなんかチェレンの気配りは入ってなさそうなんで、やっぱ相手に複数回回復されると、どうしてもサイド先行されてしまうと厳しいかなって感じですね。Yeah, so there's just a lot of potential options. The level ball does grab the Sobble, so listen, Rowlet is a great Pokemon, a great feathery boy. So anytime that Rowlet can shine is a time that I'm happy. I mean, the Rowlet Wind Shard, having that again, that big damage. 雪道2枚入ってんのかな。雪道2枚に大木の丘1枚かな、左側の人はスタジアムの。How devastating that can be in certain board states when your opponent's relying on that Drizzile to find that missing piece to convert to that next attack. ここで雪道張ったら強そうだけども。あ、お互いエネ張れないだと。おっと。これわかんないですね。お互いエネ張れないか。じゃあここはちょっとやっぱ先に V スターパワー使える分、先行がちょっと有利な感じがしますが。ここでもう早々とガラルサンダー用意してきたら、強そうですね。地面を進化していく。
ああ、バードキーパー使うのか、これ。なるほど。レベルボールで木炉持ってきたと。いやー、なるほど、そういう使い方をやってくると。これだとエネルギーまで引けたら最高ですね。バードキーパーで前に出して3枚でエネルギー引けるか。引けなくてもスターバースあるしね。エネルギー持ってるっぽいね。持ってたんだね。強いな。でも今のうちにスターバース使っちゃった方がいい感じもするが、ただ使っちゃうとマリーとか来た時困っちゃうのか。まずスターバースは温存って感じですかね。で、スカイサーカスじゃなんだっけ、スカイサーカス、下技60ですね。強いね。BO3のガチ勝負を1日に8回も9回もやるって、いやー、精神的に持たないですよ。しかもその後翌日もまた試合ですよ。朝早くから。いやー、しんどいね。体力勝負やしね、ほんと。ある意味、Day2 からやる人の方が、頭冴えてるかもしれないですね。その、疲れてないというか。右側なかなかいいスタート切りましたね。鳥使い使って、メッソン1体借りながら、アルセスにエネルギー張るターンを一旦使えたんで、アルセス前に出さずに一旦過ごせましたね。いや、そうそう、リアルカードに余計、しかも海外の人だから余計大変ですよ。喋るのもね、言葉も通じないかもしれないし。また来たじゃん。しょうがねえ。はい。ほら。これ URL 貼ってくんないからね、見えないですよね。うん。あ、ほんと？いや、今ね、パルキは確かに多いけど、まあでも、三振の時代よりかはまだね、対策の違いがあるかなっていう感じですかね。まだ対策というか、三振の頃よりはまだデッキの選択肢は広がってる気はします。サンシールドもヒエクが全然戦えなかったけど、今一応ヒエクが割とまだ、ちょいちょい見かけるぐらいなんで、その頃よりはまあいいかなって気もするけど。そうだね、Day1 の様子見て、ね、決めるもんね。Another beautiful sequence here again, using that ability to put the card on top and then use Marnie to put the rest of the hand on the bottom, and you're going to get that card back right away. And so the duality of being able to employ the Orangaru's ability of the マリー使ったんですね、今。ちょっと画面から目離したすぐに。そうだ、あんまり変わったデッキはないですね。ミュウツー V ユニオンも一定数いるだろうなとは思って、まあ確かに一定数いるなぐらいな感じで。まあ目新しいデッキというか、新しいのはそんなにいないかなって感じですか？いわゆるこう、こんなポケモンがっていうのはあんまりないですかね。まあこのアルセスバリトはなかなか面白いデッキだし、あんまり見かけないデッキだから、こういうデッキはいい、面白いですけどね。いや、相手もこのさ、アルセスもさ、モクロ相手にトリニティノバー打ちたくないですよね。本当は。ねえ、このモクロ相手にね、このね。This turn, or are we going to have to take a turn off and just let this Rowlet be the sacrificial lamb? Do we have a way to switch this out at all? Yeah, there's scoop up net in the deck. There's plenty of ways to get this out. Drizzle can just. It's just the one bird keeper, though, right? There is scoop up net in this deck as well. So. WCS2019 の直前でスタン落ちはかなり驚いたな。あ、そうなんです。今回ね、直前で今回もスタン落ち実はあるかと思ったんですけど、今回はスタン落ちなかったんですよね。だから日本の環境とかなり近い環境でできるし、同じカードプールで、WCS の前に1ヶ月以上同じカードプールで、まあ、デッキを試す時間があったので、ある意味かなり研究が進んでいるというか、そこは面白いところかなと。そうだね、まあ、結局その3強なんですよ。アルセウスとパルキアとミュウで。まあ、パルキアが頭一つ抜けてるかなという気はするんですが、まあ、それもあって結構今回のこのデッキ見て雷デッキもこう、まあ、差し込んでるデッキも一部にあったりとかするんだけど、やっぱ雷デッキもどうしてもちょっとこう安定感に欠けるというか、そういうところもあってあんまり思ったほど使われてないんですよね。あちこちで多分パルキアミラーが。昔のゲームは。まあ、タッグコールがあったけどまあそれはこのタッグチーム使う場合だけどね。
まあ、そのグズハラとかね、ああいうカードも強かったですね。サーチ系のタッグチームのサポートが強かったっていうのは、かなり、当時はね、その、ダルシスの2019だっけ、コロナの前のやつ。でも三振とかいなかったんじゃなかったっけ、その時は。そういえば、アルセソラピカ配信色で出ない。ああ、あれそうだね。アルセウス、今日見ないですね。そうだ、ピカチュウは確かに今の環境で一番多いカメラでピカチュウかもしれないですね。三上ザシアンめちゃくちゃ使ってた。使ってた。三振ザシャンね、すごい使いやすいというか、まあ、なんか強いですもんね、三振ザシャン。三振ザシャン、ザシャンが出てから強かったです。出る前まではちょっとケルディオ EX とかだっけ、ケルディ GX か。だとちょっと微妙だなみたいな火力をさ、ザシャンが出てから一気に強化されましたよね。さあ、このターンはガラルサンダーを準備したいだろうけども。そう、このターン、これ前にいるのが実はこれ RCSV スターじゃなくて V なんですよね、これ。なので、ジグザグマとチョイスバンドがあると足り、こだわりベルトがちょっと足りるんで、そこは集まるかどうかですね。ガラルサンダーとタルサンド引いてるの強っ。強っ。ザシャンはね、強かったですよね、あれ。ああ、そうですね。火の玉サーカスは結構まあ、安定感が、あんな不安定な時期見て安定感もあったしね、結構。三振はね、やっぱ、ずるいよ、あれ。もうスターバース、強っそっか、スターバース使えるから、それ集まるわ。こだわりベルト持ってくりゃいいだけですもんね。回収ネットと、こだわりベルト。強っ。これで一応前にいるアルセウス倒せるんで、ここサイド2枚取れるのめちゃくちゃ偉いですね。しかも後ろにガラルサンダーまで用意していくと。えぐいっすね、やってることが。強い。で、さらにガラルサンダーにタフネスでタフネスバンドまで貼って、インテリアも返した。最強だ。最強だ。いや、なかなかそこまで揃わなかったですね、当時も。相当頑張んないと。まあでも意外と火打ちしたらいけんのか。そう、これいいデッキだな、本当に。ガラルサンダーがね、そう、ワンパンできないからね。そうだ、V スター確かに強いですね。V スター、それは確かにエグいわ。進化前のなんか山彦ホーン使ってさ、進化前の V2 回倒して終わりみたいなゲームになっちゃうから、ちょっとね、強っ。ここサイド2枚取れたのでかいですね。しかもガラルサンダーがベンチで今控えてると。で、最終番目では科学リザードまで出てくる可能性があるという。いや、このデッキ、すごいね、パワーの、なんか、押し付け方がえぐいですね。右側のデッキさ、水に入ってんだね。これはインテリオンを殴るために入ってるのかな。別に水の V ポケモンは入ってないですよね、きっと。このデッキ、いいね、面白いね。サンダーがね、めちゃくちゃ圧力かけてるよ。まあ、スクラッパーがない限り、動画がいてもワンパンできないんで、もしかしたらアルセウスが一応殴ることで、まあ、どうしても突破できないや、なんかミルタンクとかね、そういうところに対してアルセウスが、まあ、アルセウスじゃない、インテリオが殴ることも考えてはいるのかもしれないですね。強いな。でもこれ羊と雪道持ってきたけど、まだサイドでも3だけどな。あれあれ3言ってんだっけ続いてこれ3か。ごめん、続いて3以下か。ごめん、打てるわ。で、ここで止まるかどうかですね、雪道で。裏工作もサラピカ型も、なるほど、なるほど。V ユニオン型いるよね、確かに。ミュウツーと組んでさ、デッキからV スターパワー使ってミュウツー V ユニオンのパーツを集めてくるみたいな。2 turns. That's all Arceus V-Star needs to get back into the game. The double turbo energy is found, so now we're back online. おー、強いですね。左側の選手としては、とりあえずもうアルセウスをワンパンされないようにっていうのが狙いなんで、一応まあお守りはつけました。ただお守りつけても、ガラルサンダーは火力が
340弱点込みで出せるんで、うん。手張りで1円に貼られちゃうときついですね。これトリニティノバ。打って180。あ、じゃあ180じゃない。180か。このターンエネルギー引けるかどうかですね。右側エネルギー引ければガラルサンダーでも前の RCS ワンパンできるんで、エネルギーにされるかどうか、まだ、雪道のツツジの後の手札まだ見てないですね、これ。さあ、引けるかどうか。エネルギー、あ、ジベロンいるじゃん。エネルギー転送か、これは。これエネルギー転送でエネルギーを持ってくるか、もしくはトレーニングコートでエネルギー回収する動きが強すぎるな。トレーニングコートかエネルギー転送を持ってくるはず。どっち？ゼラオラ入ってんだ。ライコーも入ってるけど、ゼラオラも入ってんだ。すげえデッキだな。これはエネルギー持っていきたくないですか？まさかのって感じですね。もともと無限ダイナのメタだったガラルサンダーが今でアルセウスのメタになってますよ。ゼラオラね、ベルトを入れると一応パルキアワンパンできるんですよ。素点が多分 V 当て110出て、ベルト込みで140で弱点で280ってことで、ゼラオラ当初のイカズチ、トレーニングコート持ってきましたね。来たね。これはガラルサンダーで逃がしてガラルサンダーで殴るパターンですかね。これだとエネルギー返しもいらないのか、逆に言うと。逆にエネルギー返しもいらないのか。今、ジメレオンで、確かにね。今なんかあったのかな？Okay. The boss's orders being grabbed again, already setting up to close out, get that final prize. まあこれガラルサンダーが前に出たら勝ちな気がしますけどね。なんかまずいんかな。当時はウィークカードをぶっ壊してた。あ、そうそう、ウィークカードぶっ壊せるからね。まあ今だとあんまりあれだけど、残っちゃ無効化できない。ダイナミカだったはずの特殊エネ破壊が光る。強いね。この段どうすんだろう。普通に前を殴り倒して良さそうなんですが、ボス使う必要、このターンなさそうっすよね。なんかこのエネルギー回収して不穏な動きしてますね。これアルセウスに貼んのかな？前に貼ってますね。雪道来ても殴れるぞという。これでタフネスマント付きのガラルサンダーでワンパンしていくと。はい、ということで。やっぱサンダー強かったっすね。サンダー1体を突破できずにアルセウスが散っていくという。いや、いいデッキ、バレットの、いいね。このデッキはすごくいいですね。HP250 のガラルサンダーがなかなか今の環境をワンパンできないというかね、エグかったですね。ね、完全に今回タフネスマントサンダーをちゃんと3試合全部で出す。2試合目の時はガラルサンダーが序盤に結構殴られちゃって倒されちゃったから、負けはしたけども、ガラルサンダー1体がだいぶ圧力かけてましたね、本当に。えぐ。えぐいな。タフネスマント多分そんなに多投されてないと思うんですよ。多分1か2だと思うんですけど、ちゃんとそれをサンダーに毎回ピン刺しできたっていうのは、やっぱアルセウスだけじゃなくて、インテレオンが裏工作でピンポイントでカード持ってこれるっていうのもやっぱ大きかったなと思うんですよね。いや、今のはいいデッキだな。正直多分、ガラスサンダーが倒されちゃったとしても最終盤目でリザード、科学リザード持ってきて、ベルト込みで280って別のプランも取れたと思うんで、まあまあ強いですね、本当に。このバレットね、すごい、今正直そんなにバレットって言ってもさ、本当にサブアタッカーがさ、その雷のポケモン V って、なかなかライコぐらいしかいないし、結構、本当に環境に刺さってる、まさにメタデッキって感じでよかったね。あれそれからサイオールがえぐい。今の特にさ、悪と雷と、ポーって完全にトップメタの3強にそれぞれ弱点つける、ミュウツに対してのガラルファイヤーと、パリキナに対してのライコー V もしくはゼラオラみたいな。で、今みたいなアルセウスに対しての、このガラルサンダーっていう完全に綺麗にトップの3強が環境のシェアの8割ぐらい占めてると見て、
まず目立ってきたっていう、すごいデッキでしたね、本当に。あと、ガラルファイヤー、もしかしたらあれか。ガラルファイヤーに関しては、ミュウツー V ユニオンにも強く入れられるのかな。ミュウツー V ユニオン HP310 だけども、ガラルファイヤーが弱点につけるから、ミュウツー V ユニオンも案外どうにかなる気がしますね。ということで、なかなか強いデッキでしたね。えぐ。うん。ただ、あのデッキが、まあ、Day1 で、ね、まあ、どれぐらい勝ち残るかわかんないですけど、また Day2 環境が変わってくるんで、どうなるかっすよね。あと、左側の選手負けてはしまったんだけど、もう大木の丘入れてるっていうのもなかなか面白いなと。ね、一旦だけでもミュウツーの回復防げればミュウツー V ユニオンにワンチャン勝てるっていう、その発想もいいですね。大木の丘ピン出しはちょっとね、面白かったな。まあ、なんだかんだ雪道が強かったゲームではあったけども、ね、相手によってはワンチャンありかなと。ちょっとね、これ、Day1 の環境を見て、大きく環境が変わるとは思わないんですけど、正直、使い慣れてるデッキをわざわざ変えてまで Day2 に、わざわざデッキを大きく変えて挑むっていうリスクも高いんで、あんまり変えずにそのまま突破、まあ、微調整するってなると思うんですけど、まあ、Day1 の環境を見てちょっと構築、若干変えるっていうのはあるけど、完全にデッキを変える人は多分、ごく一部だと思うんですよね。いやー、いいね。やっぱ弱点、この弱点のシステムはやっぱりすごくポケモンカードってその倍になるから、それがすごく強いから、正直次の環境でさ、なんか、デッキリストはね、Day1 の時ばらさないじゃないですか。Day2 の終わりというかトップカットのベスト8になると、今回トップカットベスト8かどうかわかんないです。で、ベスト8になるともうデッキが公開されてたんですけど、ただ前回の WCS の時は、なぜか公開されなかった気がしますね。前々回まで、その2018ぐらいまでは、トップカットのデッキは、決勝の前に全部デッキリストが公開された上での対戦だったと思うんですよね。まあ今回どうなるかちょっとわかんないですけど。で、まあ、そう、この弱点のシステムがやっぱり今みたいなデッキもそうだけど、弱点が一つポケモンカードのある意味、まあ面白いところでもあるんで、次のシリーズでテラスタル的な感じで急にタイプが簡単に変えられちゃうようなギミックが出てきちゃうと、このシステム自体が壊れちゃうから、どういう感じでテラスタルをこうカードゲームにこう落とし込んでいくかっていうのは、この運営の腕の見せ所かなと思ってます。なんか道具1個で簡単にタイプ変えられちゃうとかになっちゃうと、なんかちょっとこう、簡単にこうタイプをメタれちゃって、ちょっとタイプごとのこう面白みが減っちゃうかなと思うんで、ね、どういう制限にするかですね。個人的にはデッキリスト完全公開で戦うゲームが好き。あ、それも面白いですよね。見た目嫌い。個人的に結構好きっすよ。見た目は、案外悪くないなと思ってます。結構シャンデラのテラスタルの色とかも好きだったし、タイプがいくつかそう変えられるっていうシステム自体は好きなんですけど、ポケカにそのシステムを落とし込むとなると、まあ例えば一旦だけタイプ変わるとか、それだったらまあまあいいかなと思うんですけど、簡単にタイプを変えられちゃうっていうシステムになっちゃうと、まあなんか今までのこう弱点をつくっていう、なんか環境のメタが回りにくくなっちゃうから、どういう感じでしていくか気になりますね。一応今回のこの大会の4日目が終わったところで一応閉会式の時かなにその次のシリーズの新カードの、まあ、発表というかされるみたいなので、それをちょっと楽しみに待ちますか。で、今日は一応この後第6戦、7戦、8戦であと3試合あるんだけども、まあ、今日はこの辺で終わりにしますかね。じゃあインタビューとかもあるんですけど、あとは下にリンク貼ってあるんで、この海外で見たければこのツイッチでもいいし、公式でも、結果公式日本でも配信してるんで、ぜひそっちで見てみてください。では、今日はこの辺で寝ます。もう寝ます。明日平日なんで。はい、お疲れ様でした。バイビスト。I think I might have made a little bit of a misplay with the little Raihan play, but このカードフードのシーズン長かった試験級大物数でそういった略。バイバイバイ。お疲れ様でした。おつ。